俺はなんちゃって VTuber スーハタスープドブロ、奥さんで猫好きのスズランと YouTube で配信をしている。最初は一人で始めたが、だんだん興味を持ったスズランが背後から近づいてくるのに気づかなかった。夫婦で配信をするようになって、いつの間にか体が透明になっていた。いろいろ話したいことはあるけれど、なんだかんだで今の感じになりました。体は透明、頭脳はおっさん、真実はいつも一つ二つ三つ。じゃんじゃん。はい、皆さんこんばんは。ミスタースプリングです。このチャンネルはミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信をしております。ゲーム好きな人が気軽に集まれるそんな場所になればと思っておりますので、ぜひチャット、コメント、チャンネル登録をお気軽にしていただけたら嬉しいです。その他のいろいろなもろもろは動画の説明欄の方に載っておりますので、一読していただけたら嬉しいです。では改めまして、マーさん、マンダムさん、シンソーさん、ドラゴンさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今日はね、すごくね、コメントがね、この段階でねこのシンソーさんめちゃくちゃありがたいよ。めちゃくちゃありがたいよ。これあれかな、前回の一回さ、入力して、多分あれかな、してくれてるんだと思う。準備してくれ、そう準備してくれてたんだと思う。それが言いたかったでも助かります。とても助かる。すごく嬉しい。本当だよね。ばあさんはね、今日ね、もうすでにすごく飲んでらっしゃるらしい。あ、そうなの？そう、ばあさんすごく飲んでるんだって。あ、でも明日今日も休みだったんかな。明日どうなんだろう。休みかもね。かもね。だからまあほら、僕らの感覚で言うとほら、休み前じゃないとほら飲まないからさ。そうそう。まあまあでも私たちはね、僕らはね、でもほらどうなんだ、お酒好きな人ってでも毎日飲んでるイメージが。あるある。マンダムさん、これは何なんだろう。甘い時弾む心、一夜のひらめきに揺れるキャンドルが潤む目の中で無邪気に踊ってみせる。もう1時間前に告知来ないから家まで聞きに行くとこだったんだよ。プン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 じゃないよプンプンじゃないよ。ぜひね、前回の、アーカイブ、とか前回のあらすじとか、もしね、どんなんだったかなと思われている方とかねは、よかったらコメント欄のシンソーさんのコメントを見ていただけると非常に分かりやすくいいかなと思います。はい、ざっくり言うと、なんだかんだでなんだかんだでしたドラゴンさんは何、犯人分かった気がする？結果犯人までもうちょっと言っちゃった？予想ついちゃった。俺もね、一通りはついてんだけど、あ、この人かなっていうのはね。で、さらに、前回言ったように、子供、赤ちゃんかなと、犯人の予想まではついてる。あとは証拠というか、それを裏付けるね、あれが出てきたらあれなんだけど、私も予想ついてるんだよ。ゆりさんの子供は予想ついてるんだけど、スー君にさ、こう確認するたびにさ、すごい揺さぶってくるからさ自信がどんどんなくなってきてさ。でも俺何も揺さぶってないで何も揺さぶってねえよでもね、なんかあの子だろうと思ってる。あの子だろうと。子供がね、画面ちょっと待って、画面上部の赤い帯の左のマーク、すずちゃん。どれだよ。あれですね。それはね、ノーコメントにしとこうかな。どれだよどれ？なんだっけ、ブルドッグソースのやつです。何そもう人型でもねえじゃん
あー、配信が楽しみで仕方なくて、ありがとう。それは嬉しい。ありがとう、嬉しいね。いつまでもオープニング、スーさんに頼ってはいけない。次回はスーちゃんが市原悦子風にオープニング。ごめん、私、市原悦子さんはさ、うん家政婦のあれでしょ、うん。ああ、それが何定番のやつなん？らいや、覗いてるシーンしか知らんのよ。あとなんだっけ、あとおばさんデカとかだったっけ。なんか刑事物もやってるよね、おばさんデカ。そうなん？うん。へえ。さくら乙女じゃなかったかな。確か役柄。うん、さくら乙女。あったような気がする。それはわからん。ティーコンさん？ピーコンさん。ティーコンさんでいいのかな？初めて見る気がする。初めてかな、多分。こんばんは。ありがとうございます。見に来てくださって。雑だった荒すぎたかな、荒すぎ。まあ、なんだかんだですよ。結局、なんだかんだあって、まあ、なんだかんだあるんですよ。この推理は、あの赤ん坊の正体が私の思った通りじゃなければ、すべて、瓦解するけど。瓦解って何？崩れるってこと。崩れる。うん。へえ。だから、ドラゴンさんの推理は、あの赤ん坊の正体が、ドラゴンさんの推理通りじゃなければ、すべての辻褄が合わなくなるって感じ。そういうこと、の意味合いかな。ほー。ティーコンさん、ぜひぜひね、ゆっくりしてってくださいね。もう、こんな感じなんで。ね、新宗さんのあらすじすごく助かるよね。すごく助かる。すごく助かる、本当に。明日は午後までお休みだって。今日は18時に帰ってきました。あ、よかった。いいね、今日早いかもね、マンさん。あ、そうだね。いつもよりよかった。いつもより早いかも。たまにはゆっくりね。僕らがね、もうちょっとね、9時とかから配信できたりとかしたらね、すごくみんなと時間合わせやすいかなって感じなんだけど、そうよね。実は YouTube 界隈で探偵ブームなんだって。へえ、スーさん含めて3人ほどにわか探偵少な。あ、キクテイさんこんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。あ、しんいちさんもこんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶり。あ、でもほら、コメントがお久しぶりで見てくれてる。コメントは。あ、コメントがお久しぶりか。まあまあ気軽に見てってコメントしてってください。うんうん。にわか探偵なんだ。少なすぎらん。あとは本物ってことかな。なるほど。そうかもしれん。で、さっきの歌は何だって。モンタ&ブラザーズ。モンタ&ブラザーズ。モンタ&ブラザーズってなんだ。初めて聞くんだけど。俺ね、聞いたことある。ミノモンタ？違うわ。違うわ。このモンタじゃねえわ。このモンタじゃない。このモンタじゃない。第1回の見たら5分くらいから見てくれって書いてあった。そう。あ、そう。マイク入ってなくて。マイクのね。びっくりだよ。そう、マイク入ってなくて、無音だったんだよね。すごい準備してたくせにさ。しかもね、そう、開幕5分。あ、ちょいちょいあるからね、開幕5分でエンディング中。そう。エリスさんから指摘受けないと気づかないパターンがあるからね。そう。あ、ダンシングオールナイト？モンタヨシノリだっけ？じゃあ。おー、ダンシング。ダンシングオールナイト。知ってる。このままずっと。知ってる、それ知ってる。これですね、じゃあ。その人なの？うん。へー。ダンシングオールナイト。赤ん坊の正体が私の思った通りならそいつに突っ込み入れたい。マジ？じゃあ俺とドラゴンさん思ってるの一緒かもしれない。突っ込み入れたいの？いや、俺も突っ込み入れたいもん。どないやねんって。本当？うん。新一さんのバージョン6終わった。お疲れ様です。どうでした？面白かったかな？面白いに決まってるよね。ごめん、なんか作り手側の感じで聞いちゃった。面白かったかなって。面白いに決まってるよ。作り手側で言っちゃったわ。ね、ミノモンタって残念だよね。ミノモンタは奥さん元気じゃん。知らん。奥さん別れなさいじゃん。奥さんそれ別れた方がいい。いや、分からん。ミリオネアしか知らん。ミリオネアか。クイズミリオネア。俺はあれだわ。あれ、お昼に、午後はまるまる思いっきりテレビか。分
かんない。それ世代だな初めて聞いた。美輪さんかな宮さんに聞こえた。美輪さんに聞こえたか。差し掛かってきましたね。さてさて、ゆりの子供とは、真犯人とは、主人公の記憶は戻るのか戻るのかな。戻るんかな。戻るのかな。僕はね、なんかね、なんとなくね、僕が推理した感じで合ってるんだったら、こういう風な結末になるんじゃないかなっていう予想が立ってる。うん。お、楽しい。僕らもやりたいよね。まだバージョン5があるんだけどね。そうそう、バージョン6はまだね、できないんだけど、バージョン5はね、やりたいよね。ね。まあ、でももうちょっと先になりそうかな。そうだね。もう少し。もうちょっとね。海賊強い。海賊いいよね。海賊いいよね。俺も海賊なりて。あ、ちょっと待って、そろそろ始めようか。そうです。そう、やばいやばい。やばいやばい。また雑談で終わりそうになってる。いや、ちょっと配信画面に切り替えるね。はい。さてさて、じゃあ、ここでもね、あゆみちゃんの前回の、あらすじ、っていうのがね、見えるから、おー、プレイ済みなのでウイスキー飲みながらニヤニヤ見守りますって。おっとティーコンさん。おっと僕らの推理を関係者がぜひ楽しんでいただけたら。次々と不審な死を遂げていく綾代家。そして20年前から後継者の印を持ったまま行方不明となっている菊の一人娘のゆりはすでに死亡していた。そのゆりには息子がいたようだが、育ての親の元から飛び出したまま行方知れずだという。なんでだろうね。しかもその手がかりは火事の際に負ったやけどの跡だけ。調査は暗礁に乗り上げてしまったが、歩みの励ましを受け調査の続行を決意したあなたは、思い出した熊田医師との約束を思い出し新聞社へ向かう。そう、そこで終わってたんだ。しかも僕にはこんな事件無理だよって言ってたんだから。これ死んでませんからね。プーさんたちの魔界での冒険も楽しみにしてるね。いや面白そうなんだよな。魔界ハマーン様でしょ。ザハマーン様はゆみちゃんファンがおるね。以前神田弁護士イコール綾代和人かもって言ってた。これは否定します。ドラゴンさんの推理では否定。すずちゃん新規さんの印象よくしようとしないで、普段通りイラストにもひげつけちゃいなよ。やめろよ、ほんと。ザコ師匠より誇張しすぎ。やめろよ。最初くらいさ、猫かぶらせて、ほんと。無理だわ、それは。溢れ出るわ。いや、ちゃんとできるわ、私で。マンダム父が全部崩していくんだよ。瓦解するやつ。そうそう。で、熊田さん見てみるか。呼んでみるか。先生、返事ぐらいしてくださいよ。嘘でしょ。なんで熊田正史ってなんなの。そうでしょ。ここに私をいじるやつが2人ぐらいいるんだよね。バージョン5で思考の海に考察の海に突っ込むんですよ。じゃあ面白そうだな。そうじゃあスープとかもう絶対ハマっちゃうよ。犯人は誰だに変わってる。よく気づきましたね。よく気づきましたね。ちょいちょい変えようかなって。そうね。今回は多分ね、犯人はこれスズランの気持ちですね。そう友田先生？どうしたんだろう、先生ってば。まさか。いや、ないよ。いや、ないよ。ない。この先生はない。ない。先生、熊田先生、どうしちゃったんですか、先生。ない。それはない。ここでさ、熊田先生がもし亡くなってたら、それこそ口封じそう。先生、返事してください。
嘘でしょ。いや寝てるだけだって。いやいやいやこれ何回もあれでしょ、ゆするパターンでしょ。いやない先生、熊田先心配してもらえない先生あ、ほらほらほら、なんじゃい想像し。絶対寝てただけなんだって。生。おお、びっくりした。脅かさないでくださいよ。僕はまだてっきり。てっきりなんじゃ。名探偵熊田は不死身じゃ。あ、そうだね、名探偵気取ってたんだね、そういえばね。そうだ、いやいや最後そうやった。そうそう。それで先生、何か分かったんですか？何か分かった調べとったとこなんじゃが、ついうとうとと。だろうねだろうね。寝ていたんですか。まったくもう心配して損しましたよ。だと思ってたけど。すべてのゴールとオスズ攻略の起点は私のキラーギャグ。あ、そうなの？中田ヒデも真似できない。いや、ヒデはボケない。そうだったんだ。なんかさ、マンタもさ、イン踏むようになってきた。いつも踏んでない？いつも踏んでる？いつもなんかボケてない？なんかそう、ボケの中にインを踏んできてる感じがしたんだけど。プロじゃん。ラッパーマンだもん。プロだよそれは。芸人のネタに見えるが。立ち上がる芸人のネタ。あれこんなの。あれだよ。ちょっとってやつだよ。一発腹にボディーブローはダメだって。それはもうご老体なんだから。不死鳥熊田何度でも復活するんだよ。お茶目だよね。お茶目、ほんとこの先生ね。ほんと。まあ主人公はね、スプザブロは心配してたけど、僕らは全然そうだね。もう多分こうだろうとは思ってたから。じゃあ気づいたこと聞くか。同じような事件が見つかったんですか？見てみ、この資料の数を。はっきり言ってうんざりじゃ。ザリだろうね。何を隠そう。一冊目を広げた途端見てしもうた。どうじゃ、驚いたじゃろ。ほらびっくりだわな。笑っちゃうわ。聞いて呆れますよ。すまんが一緒に調べてくれんか。わし一人ではお手上げじゃ。そうだろうね。だろう一ね。冊目ね。はい。じゃあ始めまし一ょうか。冊目の1ページ目でしそれ私が方針演技読んだ時ょ。ね。時のやつ。方針演技を読みたいと思って1ページ目開いて諦めたやしょっぱなつ。しょっぱなもう諦めた。出だしで。方針演技結構分かりやすいと思うんだけどな。いやいや難しいよ。いや原作読むより全然楽だよ。あれは分かりやすいよ。俺不死鳥って聞くとさ、うん。あれ思い出すんだよね。えあれハリーポッターのやああ。つ。不死鳥の騎士団だっけ。そう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 。あれ思い出すんだよね。聖闘士ってことはあれだよね。ドラゴンさんが言ってるのは、うんおそらくセイントセイヤ。私もそれかなと思った。あ、そう、俺ハリーポッターなんだよね。セイントセイヤかな。でケンジはガチ心配したもんですよ。ああ、そうか、生産反応に気づいてたし、口封じとか。そうだよね。スーさんはおっさん。せい。まあ正解だけどさ。そっちまあ正解だよね。寝るの早いなって。で、そうだよね、菊亭さんね。あの方針演技で嘘でしょって感じだよね。いやいや、あれでこれ読んだのあれだよ、小学6年生の時だよ。だとしてもだよ。読んでもないけど開いたのは小学6年生の時。時に開いたんだね。びっくりした。何この難しいのって。難しくねえわ。何も。太公望まで行ってないからね。あ、じゃああなたは太公望の由来も知らないんだ。太公望とムーミンみたいなのをこう見ずに終わったの。ムーミン？ムーミンみたいなのいるよね。あ、スープーシャンのこと？わあ、覚えてない。ムーミンみたいなの。ムーミンみたいなのはスープーシャンだよ。太公望さんが乗ってる子。うん、スープーシャンね。スープーシャンってどう書くんだっけ？漢字？そうそう。どうやろうね。象が入ってたんだよね、確か。あれ象なの？象がシャンだっけ？なんかね、うん。あ、そうそう、四不像。そう、これスープーシャン。マジか。これスープーシャン。はあ。
で三国志は絶対無理だと思う。無理だよ。でもドラマはね見てたよ。面白かった。そうドラマを見てたね。面白かった。最近バーン様が打ってましたなって不死鳥。バーン様。昔少年ジャンプで連載してた方針演技ムーミンかフーミンはそうやろそうやろ。フーミンは細川文江さんだから違うよ。ムーミンはいたよね。ムーミンいないよ。どこに使えたかもわからんでしょうね。わからんよ。わからん。あの人1000人なんかな。あの人1000人。一応1000人なの。1000骨持ってるから1000人。あ、そういうことなんだ。そう。カイザーフェニックス。カイザーフェニックス。カイザーフェニックスってカイザーフェニックスちょっあれと待ってじゃない？遊戯王じゃない？違うわ。ちょっと待って遊戯王だっけ？違う？いやサガフロンティアじゃなくてカイザー違ったっけ？黒キリンもいい。黒キリンいいね。かっこいい。でもあなたが想像してるやつじゃないと思う。違うんだ。と違う。メモみたいな紙が気になりますが、筆記用具ないのが気になりますね。これかな。そうだね。筆記用具ないのにメモみたい。それがこれパンフじゃないや。なんか資料かな。書いてある資料なのかもしれない。すでに。書いたものとかじゃなくて、書いてあったものかもしれないね。横山さんの三国志は3日で読破したよって。すごい。横山三国志はあれ見るのすごいもんね。あれ根気いるよ。全員一緒の顔だから全員一緒だからさ。なるほど。わかんないんだよ。なるほどなるほど。そう。だってこれどっから撮るより見るから行く？見る。ここから見ていこうか。調べる。この辺はないね。何にもないね。で資料を見てみるか。大里市の姿勢や歴史についての資料らしい。カイザーナックラリングにかけろか。懐かしいね、リングにかけろ。大の大冒険の大魔王バーン。あれでしょ？今のあれじゃない。メラダっていう人でしょ。雑だわ。知識が雑だわ。メラゾーマをカイザーフェニックスって言うんだ。それは知らん。じゃあ拳突き上げる感じなのかな。全員一緒じゃないってもう全部一緒に見えるもん。スズランさん、しんちゃんさんこんばんは。今日もありがとうございます。食ってシンソンマーさん趙雲と太子寺は兜がなければ一緒だけどって。いや全部顔一緒だよ全部。肉まんさんこんばんは。今日もありがとうございます。本当みんな詳しいよ。後で横浜三国志見せてあげるよ。画像を全部一緒。全部一緒だから足立満以上に全部一緒だからね。まださ髪型とかでさなんだろう、足立満の場合は分かれてるけど、これ何したらいいのかな。これ一個ずつ見ていった方がいいのかな。分かった。これ待ってね、上から見ていくわ。こっちからちゃんと見ていくわ。ごめん。この棚は新聞記事のバックナンバーね。関係ありそうなもの。新聞のバックナンバー見てみるか。見れるの？いや、多分ね、手当たり次第行ってもいいんじゃないのかなって。順番ってこと？これは？それらしいことは載ってない。ちょっと待って。これ撮るだけじゃ何を撮ってるのか分かんないのか。これ何だったの？ちなみに。この棚は新聞記事のバックナンバー。これも大里市の姿勢や歴史についての資料。これ関係なさそうだね。大里市の姿勢や歴史についての資料らしい。これも関係なさそう。今日は知識の雑さがそらクズランさん出るよ。フレイズアウトは仲間ってこと？バーンの麦の仲間バンかバーンはってことでしょ。
横山三国志は、横山三国志はいいぞおじさんが出た。足立さんの方が一緒だと思う。いや、足立さんはまだわかるよ。裁判に関する資料みたいだな。裁判殺人に関する資料だ。何事件が起こっているのか。これ資料にある？どの資料を調べるんですか。あこれだ。毒ということは生産についても出るかもしれないぞ。これだわ。うん。これだ。この棚。ここ。どうかな。おや？先生、これを見てください。何？なんか見つかったか？生産化合物のことがこのページに。ここです。読んでみますね。生産化合物にある種の薬品を反応させ熱を加える。ヒントきた。これだ。毒の棚来た。ヒントきた。来た。熱を加えるとって言っちゃってんじゃん。来たじゃん。やっぱそうじゃん。ことや三国志は未だに、三国志は何回見ても飽きないよね。三国志は飽きない。やっぱね、面白いね。語り継がれてるだけはあるよ。何千年も。確かにドラマ面白かった。どういうことマンダムさん。キャラが立ってるのは漫画太郎。何それ。シアン化水素と呼ばれる有毒ガスが発生する。あこのガスを多量に吸い込んだ場合、中毒を起こし極めて短時間のうちに死亡する。このガスで死亡した死体からは生産中毒特有の反応が出ないんだって。じゃあこの生産なんだっけ、化合物が直接の死因ではないってことか。それによって生成された生産中毒で死んじゃったのか。死亡状況から判断する以外に死因として立証することが不可能に近い。なるほど。これは有力な手がかりじゃ。三国志か信長の野望配信いつですか。いつでしょう。そう吸った場合じゃなくて、これで生成された成分がやばいってことです。災害についての資料か。なるへそね。ここの棚は経済に関する。経済は関係なさそう。さっきのかな。ここの棚は経済に関する資料。経済は関係なさそうなんだよな。ここの棚は経済に関する。ここの棚はってことはここ全部がそうってこと。ここの棚はそうなんだ。これ全部そうなんだ。文学に関する資料。文学は関係なさそう。文学に関する資料。ってことはこっちは文学。この棚には法律に関する資料が並んでいるようだ。法律。待って。この棚にはでもこれもしかしてさ、これ一段一段じゃなくて全部ってこと？全部が法律ってこと？ってことかな。全部同じだった。全部同じっぽい。でもこっちは裁判だよ。でここだけ毒だった。それらしいことは載っていないか。じゃあこれで毒のことが分かったからこれでいいのかな。こっちはそれらしいことは載ってないか。昔少年ジャンプで掲載してた画風が世紀末的な漫画。それすずちゃんググるんだ。こんなやつでした。どういうことどういうことですか。これは癖が強いよ。めっちゃ癖が強いよこれ。これは癖強いね。漫画太郎癖強いな。綾代少女は株式非上場だろうが気になる。
どうなんだろう。珍遊記なんか知ってるな。珍遊記は知ってるかもしれない。見たことあるかも。綾代商事株式なのかな。でもこれ昭和と1988年にファミコンで発売されてるから、当時はまだ有限会社があるんだよね。だから有限の可能性もあるんだよね。でもさ、綾代家は日本有数の資産家の家だから、もしかしたら上場してるかもしれないね。株式、上場してるかもしれない。そうなってくると遺産は莫大じゃないの。莫大だよね。でも株価が落ちたりしないのかな。こんなことばっかり言ってたら。そこも狙い目なのかな、犯人。そんなことまで、すごい。生産のことがあったので、生産について調べていたのですが、シアン化水素はタバコの煙にも含まれているようです。タバコがヒントになっていたのはすごいなと思いましたって。そうなんだ。そこまで作り手さんはしてんだ。だからそうだね。多分タバコなんだよね。タバコすごい主張されてたもんね。そういえばそのガスの話は昔聞いたことがあるの。これにやられてもほとんど死体からは何もわからんそうじゃが。そうだよね。だってタバコにも含まれてるんだからね。しかしこれを二郎の死因とするにはどうやってそのガスを吸い込ませたかがわからんとどうしようもないの。もうわかるよ。これだけ分かっただけでも収穫じゃ。今日はひとまず引き上げようや。56？このゲーム、キクさんのもう殺人とすると56、565、56？なんだろう、56。移動するか。熊田いい。熊田いいね。熊田いい。あ、5、6人5、6人殺害されそうだね。やれやれ、やっと着いたわい。あそこにはまたいずれ行ってみる必要はありそうじゃの。多分裁判に関することとかあったから。かわいい。先生、どこに行ってたんですか。今日は休診にして患者さんには帰っていただきましたよ。かわいい。私はこれで帰ります。調査は探偵さんの仕事なんですから、先生は自分の仕事に集中してくださいね。いい。私さ、まったくこの名探偵に対してひどい言い草じゃの。なんかもうゆりさんの子供を予想してたけど、もう違うような気がしてきたんだけど。どういうことなの？あれ。さてお前さん、ここで探偵同士いよいよ話し合ってみんかね。いいよ。そうですね。現状分かっていることを整理してみましょうか。オッケー。スーハタ氏が来て数分。先生、一体夜通し何を？寝てたな。ページ開いたら寝てたな。綾代家の同族企業なら規模が大きくても非上場の可能性が高い。というか、上場してた場合、この事件で株価がえらいことになってそう。思う。上場してたらえらいことになってる。えらいことになってるよ。だって上役が全部死んでるから。切れたね。かわいい。看護師さんがね。かわいい切れ方だったね。めっちゃかわいい。すっげえいい。いいね。いい。すっげえいい。で、気づいた。待って。これはじゃあ、気づいたことからいこうか。次郎の死因についてはこの名探偵熊田に任せておけ。
一応専門分野じゃ。いや俺の方が君は一刻も早くユリさんを見つけ出してくれ。マジマジ？そっ先生、実はゆりさんはそっか。ああそっ何でもありまか知らないか。そっか言ってないか。あこれ確かさ、フラグが大事なんだよね。ね、あエリーさんこんばんは。どうもありがとうございます。今ね生産についてね、生産化合物、なんだっけ、生産についてね、新たな事実が分かったところです。この事件はかなり厄介なものになりそうじゃの。フラグがね大事だっていう話だから生産について聞いてみるか。二郎さんの死因は生産から発生するガスなんでしょうか。まだ断言はできん。それに次郎があのガスでやられたとしても、問題はなぜ指から生産反応が出たかじゃ。結びつける何かがあるはずじゃもうそが。れはもうあれしかないですよ。実際に世間を騒がせたグリコ。森あ永事件をヒントに、なんかあったの？なるほど。なんかあったの？はいはい、すずちゃんはおやつ食べてましょうねって。グリコ森永事件。面白。何？ゆりそうだね。そう熊田先生ちょっとしんどみだよね。言いづらいよね。で菊さん、丹治二郎はもう確定だね。もうこの生産で亡くなってるっていうので、で殺害方法も確定。確定だね。もう確定。これ確定。まあネタバレでもなんでもないから、ネタバレっていうか、まあ僕の配信だとねずっとまあそうなんだけど、多分タバコ。そう。3人に共通してるのはタバコ。タバコ。だからおそらくキクさん、カンジ、ジローの、タバコ、もしくは指。はいはい。でも指か。タバコだったらどうやって塗るんだろう。指だったらどうやってつけるんだろう。ここじゃないの？いやだからどうやってそれを気づかれずに塗ったかだよ。塗り方、塗った場所は特定できたけど塗り方が特定できてない。どうやって塗ったか。アキラとアズサは確定で殺されるだろうと思う。マジで？俺もね、アキラ、うん。アズサは分かんないけどアキラはそうかなと思ってる。全ての商品を個別にビニール包装されるようになりました。そう。確かさ、昭和の大事件だよね、確かこれ。この？グリコ森永事件。お菓子かなんかだったっけ？お菓子だったっけ？なんだったっけ？食品にね、毒をね、確か混入させられてたっていうのかな。商品棚の。カズトが殺されるか殺されないかわからない。どっちの方が売れるか、チョコの頂上決戦みたい。タケノコ、キノコ戦争みたいな。なんだって、加えるところに塗る。そう。その塗り方だよね。そう。加えるところにどうやって塗るか。というか、アキラはすでに殺されてると思う。いや、俺も思う。そうなの？俺も思う。それは何？もう出てこないかな？まず、アキラ、そう、出てこないっていうのもそうなんだけど、アキラが、まず出てきてないじゃん、今。出てきてない。行方不明というか、指名手配。で、さらに、そのアキラと接触していた男性がいる。いるね。いる。でもそれはジローではない。ジローではない。けどそのジローではないって言ってたけど、ジローはもう殺害されているわけじゃん。でね、アキラは土蔵の鍵とかタバコの関係とかキクさんの部屋で見られてたとか、なんかいろいろ怪しいところがある。だよね。
で俺多分ねアキラがね全ての罪を着せられて殺されてるんじゃないかなと思うんだよね。なんかなるほどね。タバコ用意してるスズランさんみたいな人がいれば簡単に漏れそうだけど、だから僕は多分この方法で殺されますよこのトリックで殺されると思う。だから僕がいきなり配信できなくなったら、そうなんだと思ってください犯人はここにいますからそうなんだって思えばいいんだ、そうそう熱に反応するからタバコに火をつけた時にタバコを吸引したか煙を吸って召された。そうだからそのタバコにどうやってだからその自分がさタバコ吸っちゃうと、自分が死んじゃうから、多分相手が吸ってるタバコに塗ったか、そのタバコを持ってる指に塗ったかどっちかは分かんないんだけど、それをどうやって塗ったかなんだよね。私なりの見解あります。どうぞどうぞ。ダメだ。いいか。別にいいか。いい言ってもいいか。見解はいいでしょ。見解はいいね。聞きたいよみんなの。見解はいいか。見解はいい。みんなでちょっと推理し合おうよ。みんなの見解は聞きたい。熱に反応するならライターの方に入ってたりして、ライター火つけてあげたとか。どこに死体があるのかの予想もできている。嘘。それは分かんないな。ここにあるんだね。全ての罪をかぶせて殺すのはあずさの方。あずさの方か。タバコじゃなくてライターに塗った。どうなんだろう。ライターに塗ってて、でも熱を加えるとっていう表現だとやっぱタバコになるの先っちょかな。手元じゃなくて、タバコ入れにそのタバコ仕込んで進めた。なるほど。じゃあちょっとみんなの推理が合うかどうかだよね。もうすずちゃんが犯人でいいじゃんってよくねえわいやちょっと待って、お守りとかそういうことじゃないんだよな。二郎のこと聞いてみるか。二郎さんが亡くなった夜、あの裏山で2つの人影が目撃されてたんです。話によれば1人は意識がなかったようで、もう一方の人に引きずられるようにしてたそうです。目撃者は蘇った菊さんとその菊さんに殺された二郎さんだと言うんですが。何をバカな。死んだもんがいちいち蘇るなら病院など不要じゃ正解。しかし何者かに殺された二郎が運ばれるところを目撃したのかもしれんな。それが可能性としては高いよね。ウイスキーがうまい。うまいね。ウイスキーはうまい、ね。酒がうまい。タバコはいつも誰が買ってきてたの？嘘。いやでもどうなんだろう。でもさ、誰か買ってきて自分で買うパターンとかじゃなくて。いや、買ってきてもらったりするんだ。二郎の死因については君は一刻も早くゆりさんを。ごめん、ちょっとボイスで聞こえてなかった。病人とかいらっしゃるから。はい。そっか、自分でわざわざ買いに行かないってことか。買いに行かない可能性もある。先生、ある。綾代和人さんについて聞きたいんですが。そっか。堀さん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。そうか、使用に来るからね。モーさんの見解はタバコや指に塗ったのではなく、タバコ入れに塗っておいて自分でタバコにつけた。そっか。タバコ入れ。タバコ入れか。タバコを吸い出したところで話を長引かせ、タバコ入れにタバコ自体を置くようにして再び手に取ることでというものです。なるほど。
先までドラゴンさんとばあさんがほぼほぼそので。うん。一緒の見解か。そうやね。うんでもタバコ入れは怪しいもんね。確かに。確かにタバコ入れは怪しい。なくなってるでしょ。もうなくなってんだよね。なくす必要だって中に入ってた鍵だけでいいんだよね。土蔵の鍵。みんなの推理を魚に酒を飲む。そうだいいよね。そっか、この中だとポンさんと、うん。シンソーさんがもう知ってるのか。ゲーム自体ね。うんうん。会いに行くほどキクさんはお元気だったの？あ、そうだ。そういえばキクさん、タバコやめてる体になってるから自分では買いに行けないのか。だよね。ばあさんが楽しそう。何よりだわ。あの子が買ってきてくれてたんじゃないの？若い子、あかあかねちゃん。ねちゃん。あかねちゃんかな。だから自分が、なんかほらビクビクしてたじゃんか。だからかな。だからビクビクしてたのかな。ちょっと決めてみるか。ああ、そうじゃった。聞きそびれていたんじゃが、お前さん、誰からカズトの名前を聞いたんじゃ？恋人？実は崖の上で和人さんの恋人だという藤宮由紀子という人に会ったんです。何？出た出た。その人は美人じゃったか？まずそこの確認。あなたのとこに勤めてる看護師さんも美人だから、これで我慢しなさい。あ、ドラゴンささんんもも飲んでる。飲んでるって。あ、いいねいいね。焼酎かな、どうだろ何飲んでんだろうね。う。ね。ティコンさんはちびちびだから日本酒だと思う。違う、いやウイスキーだわ。ウイスキーだわ。人の話聞いてないね。ごめん、私は日本酒飲んでる。これ何？優越？優越？優越ねえ、ゆりさんもいるしさ、看護師さんもいるしさ。ええ、綺麗な人でしたよ。あ、そっか、ゆりさんの方がいいんだ。ご存知なんですか？ポンってなるぐらいだから。ばあさんも飲んでるんだよね。飲んでるいやそうそう綺麗な人なら一度会ってみたいと思ったんじゃ。そう。私も命傷。飲んだらダメでしょ。おじいはやめときなバよ。カ野郎。飲むな飲むな。そうですか。ゆりさんのこと聞いてみるか。ゆりさんが安心して綾代家の後継者になれるように、この熊田は頑張るんじゃ。鼻で笑ったこれは失礼だわ。なんで笑ったの？鼻で笑ったの失礼だわ。あとは怪しいわけ聞いたっけ？この事件私はね、聞いた。あとなんか見せるものとかあるかプリは命削ろうとするなし。な。本当だよ。本当だよ。本当だよ。これぐらいかな。駅行ってみる？あ、ちょっと待って。その前にちょっとだけ皆さん推理に花を咲かせててください。ちょっと待ってね。ちょっとだけすぐ戻りますね。
はい、すいません、お待たせしました。すいません、すいません。アシスタントつないでって。アシスタントじゃねえわ。マダム氏がいなくなったら寂しいですよ。そうだよ、寂しいですよ。でもこの人私をからかってるだけだからね。まあ、そうだね。駅にはまたタタリジャババアね。はいはいはい。タタリジャババアとタタリジャジジイがいるから、いるね、いるいる。誰が出てくるかな。ゆんべもわしらは見た。ゆうべ？あんな夜中に出歩く女だぞ。この村にはおらん。ちょっと待って。ゆうべ見たってことは、ゆうべ殺人が行われた可能性がある。ああ。また来るの？もはや間違いない。菊さんじゃ。この前もそう言ってたじゃん。そう見たって言った次の日、違う。見たって言ってた日に、次郎が遺体で発見されたよね。確か。誰を呼ぶか。駅員さん呼ぶか、まず。ちょっと聞いてくださいよ。村人たちの様子がますます変なんです。前からだよ。ちょっと待ってね、どこかな。藤宮さんを駅の人が見ているか聞きたいですね。はい。聞きたいね。確かに。ね、マダムさんはね、命を削ってお酒を飲んじゃダメだよ。そうだね。なんだ、使えない AD って私のことか。猫娘ってなんかそんな可愛いもんじゃないよ。いや、そこはいいよ、そのままで。女だって言ってたよね。このこれはなんか含みがある感じ？女を見たって言ってるのかな。ちょっと待ってね。女に見えたってこと？夜中に出歩く女などこの村にはおらんって。女なのかな？女に見えるんかな？女なんじゃない？コナン君並みに事件起きとるって。そうだね。こんな小さな村でね。千葉さんも心配してはるよ。ほんまに。マジで言うならどなたか写真を撮ったらいいのにって。そうだね。そうだね。でももうたたりだと思い込んじゃってるから、それは無理なのかな。心情的に。恐怖でいっぱいなんだろうね。たたりがあるって信じてるから、厳しいのかもしれないね。ゆうたろうも暗ければ女には見える。かしこまりかしこ。ちょっと違うけど、そう。どっちかわからないね。特に細身の華奢な男だったらわからんよね。俺に。最近コナンであった。そうなの？最近あったよ、シルエットで。そうなんだ。シルエット。へえ。あったね。あったでしょ？あった。前回のコナン単発の女性と長髪の男性でしょ？そう。でもシルエットしか見えないから、はい。性別逆だと思い込んでて。そう。そうだった。ね。カメラっていう文化？でも写真があるからね。でもさ、時代が。そっか。この時代かどうかはわかんないけど、写真はあったじゃん、ゆりの。写真はあったけど。お金持ちしか持ってないみたいな感じかな。カメラは持ち歩かないよね。そっか、ちびまる子ちゃんでもカメラ高級品だったもんね。あの時代でも。なんだろうね。何があるのかな、気づいたこと。やっぱり村の人たちはみんな何か同じものを見ているようですね。同じもの？村人たちは一体何を見たんでしょうね。女性でしょ？ちょっと待って、何また何か言ってるよ。あたりの人。魂抜かれる系。いや、ゆんべの12時頃、菊さんが崖の方に歩いて行くのをわしははっきり見たんじゃ。魂抜かれる系っていうよりかは、たたられてたたり殺される系かな、多分。っ
いい年した大人の女性の推理の元がコナンって。悪いか。コナンと、なんでコナンみんな見てきたでしょ。あとコナンとね、相棒。コナンと相棒だよ。なるほど。これで崖いける？いけないか。いや、崖なんかありそうだな。そんなことを言っとる場合じゃねえ。わしら本当に見たんじゃ。もうあんた信じてくれ。これで駅員さんかな。はい、何です？これで駅員さんで気づいたことかな。村人たちは一体。違うな。なんだろう。男性が女性に間違われることはあります。チャイナ服着た私の首から下の写真はほとんどの方に間違われましたちょっと詳しく聞かせてもらって。詳しくだね。そこは詳しく。それ詳しくだよ。エリーさんもびっくりだよ。キクさんが崖の方にマロ歩いてくのンさん、こんばんわしははっきは。り見たんじゃ。私が真実です。もうとうとうあなたが真実に。マロンさんが真実に。俺がルールだみたいな。いいね。俺がルールだ説はいいな。ほら、コナンええやんって言ってくれとる。俺、コナンの初期のコナンは好きだったな。それもわかる。初期のコナン君はほんと可愛くて。そこじゃない。でもまあちょっと言わせて、初期のコナン君はほんと可愛かった。どうぞ、続けて。いや、もう終わりなんだ。いや、そうじゃなくて、なんかね、今のコナン君は、あれっぽい。もう探偵ものというよりかは、ちょっとお話の内容が刑事ドラマっぽい感じがする。変わってきたよね。そう。昔とはやっぱちょっと違うね。違うね。何のこゆんべの12時頃。と？いや、違うな。どれだ？これで終わり？ゆんべもわしらは見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もはや間違いない。キクさんじゃ。よみがえったのじゃ。キクさんはよみがえったのじゃ。綾代家のたたりじゃ。ヒルドラ好きな奥さんと次元が同じで草。なんだバカにしてんのか。ね、チャイナはさ、ちょっとびっくりしたよね。チャイナ服ででも憧れるよね。憧れる？憧れる。チャイナ服もそうなんだけど、チャイナの中でもドレスじゃなくて、ズボン、パンツタイプ。ジャンプみたいな。そう。あのチャイナ服すごく好き。可愛いよね。あえて突っ込むとしよう。そんな時間に出歩く女はおらんって言ってたが、出歩いてるババアいるじゃん。そうだね、このおばあちゃんはそうだね。出歩いてるらしいね。だって見てんだもん。見てんだもん。そうだわ。真実とは一体。真実はね、難しいよね。そこ哲学になるから、ちょっとゆっくり後で話したい。そうだね。そうだよ、初太のコナン君が可愛くてだよ。パラパラ踊るコナン君とかいたね。いた、最近でしょ？最近。それ最近だよね。いや、最近じゃない、昔もいたよ。昔？主題歌を相内里奈さんが歌ってた時に、パラパラ踊ってた。それは知らない。あれさ、最近のやつはパラパラじゃなくて、ただのダンスだよ。コナン君のやつ。ただのダンス？あれはダンスだよ。パラパラだよ、パラパラ。パラパラはあったんだ。パラパラ踊ってた、コナン君。ラン姉ちゃんと叫ぶ声は可愛い。呼ぶ声は可愛いよね。混浴して鼻血出したり。出してたよね。身長小さい&色白細身が女性もののチャイナ服を着て首から下を写真に撮りました。へー、そうなんや。若気の至り。それは多分鈴蘭さん興奮するやつじゃないですかね。どういうこと大好物じゃないですか。私を変態にしないでよ。ウハウハでラン姉ちゃんとお風呂に入るけど、だからその子に対しては財産狙い。
あ、どう、私ならよ。私ならよね。あ、そっちね。私ならウハウそういうことねハでって。俺結構その子好きだけどな。私もある意味キクさんですわ。ある意味キクさん。キクテさんああ、そういうことかな。キクさんでそういうことね。そうよ、京極さんに殴られるそう、よ。殴られるそんなこよ。とを言っとる場合じゃねえ。このチャイナ服のわしら本写当に真気見たいになる。確かに気になる。あんたこれは気になる。あ、しんちゃんさんありがとうございます。ありがとうございますごめんなさい、ほぼ雑談で。ごめんなさい。さ、あ、これ、待って、もう聞き出せた感じもしかして。おばあちゃんから聞き出せた感じじゃない？綾代家は呪われと。あ、これは前聞いたね。さ、あ、そんなことを言っとる場合じゃねえ。もうあれだわ。これ聞き出した系だわ。これ定期的に思い出すをしないとさ。そう。思い出す大事だよ。そう、思い出す大事。ひどく怯えている。なんとも言えない。なんか見せるのある？いや、ないよね。ユリの写あんた、もう真。違うね。あと、熊田委員ぐらいでしょ。駅員さんかな？はいなんで推理に集中します。あ、はい、わかりました。わかりました。タイナ服のことは忘れません。村人たちは一体僕は忘れませんよ。チャイナ服は。まだキクさんのことで騒いでいるんですね。これか。これかな。そうなんですけど今度もまた村人たちがキクさんを見たっていう時間と場所が妙に一致しているんですよ。やっぱり村の人たちはみんな何か同じものを見ているようですね。そこに行きたい。これで、時間と場所が一致してます。その時間と場所か。どこなんだろう。誰から聞ける？村人たちはさっきの人から聞けるのかな？貸してくれる？みんなは一体オッケーオッケー。じゃあ、やっぱ村人だ。村人でそれを聞けばいいのか。ゆんべの12時頃、キクさんが崖の方に歩いてくのをわしははっきり崖か。見たんじゃ。崖か。言ってるじゃん。12時頃の崖。コナンといえばそうだね。あ倉木舞ちゃん、倉木舞ちゃんのイメージが強いな。確かに。わかる。倉木舞と相内里奈と、うちりながわからないんだけど、どんな歌？ででででででせスペースティ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 じゃなかった？ルーレットみたいな歌はわかる？あ、それはね、違う。違う。それ違う。あと、トゥーミックスは違うか。でも倉木舞は確かにイメージ強い。イメージだ。ね、強い。細身が似合うなら自分も似合うことになってしまう。いいな、みんな細身。そうだね。細身になりてえわ。俺、太身だからさ。細身だからね。みんな12時にお外この村ではね、そうなんかね深夜になると外を住人たちが見るっていう妙な風習があるみたい。それもおかしいよね。怖いけどね、そういう村の風習。うんぜひとも写真お待ちしておりますって。だってよ、あキクテさん。そうか、ザードもか。ザードのイメージも強いかもしれザなードもあったい。ね。コナン君自身がトゥーミックスだもんね。うまいこと言ったか。あれ、そうだっけ？ちょっと待って、トゥーミックスって、そうなの？どういうこと？トゥーミックスって南さんなの？あ、そうなの？あ、そういう意味なの？全然違う意味で捉えてる。そうだね、多分。あ、肉まんさんも太み仲間。仲間。肉まんさんもがっちりかな、じゃあ。ちょっとがっちり体型かな。あ、俺はがっちりではないけどね。
あなたはがっちりだよ。あ、そうなの？うん。田舎の部落は恋はスリルショックサスペンス。そうそう。恋はスリルショックサスペンス。トゥルルトゥルルトゥルトゥラないだよ。へえ。その歌は知ってるけど、有口里奈さんなんだ。うん。スーさんは、スー姉さんはパッツンパッツンのチャイナでもか大丈夫エリーさん。大丈夫かな大丈夫かな需要ある俺、それ。大丈夫かな。目がちょっとちょっと。あ、そうなんだ。トゥーミックスのボーカルなんだ、南さん。そう今調べたけどそうやった。あ、そうなんだ。知らなかった。似てるなと思ってたけど、声。似てるなと思ってたの。高山さんは、そうだよね。トゥーミックスって言えば、ウィングだよね。ウィングガンダムだよね。うんうん。人が何かを探しに、あ、そうそう、崖。崖かもね。崖、行けるかな、崖。いや、行けないな。医院に行ってみるか。どこに行っておったんじゃ。探偵同士の話し合いをするんじゃろ。まだ終わってないって感じ、これ、もしかして。他に何か気がついたことはありませんか？特に。ところで、さっき言っとったユキコという女はいつでも崖の上に。これで崖の上に行けそう。いつでもってわけじゃありませんが、だいたい5時くらいに来るようです。ということは今ぐらいじゃな。美人に会いに出発じゃ。さっきのフラグ立ててないとダメだったのかな。崖に行った方がいいのではないか。行ってみるか、じゃあ。崖の上。本当に行くんですか？多分ね、それどんどん鳴ってるよ。当然じゃ。バイク。美人に会うのは健康の秘訣じゃからな。崖の上のユキコ。わかるよ。美人に会うのは健康の秘訣だよ。うん、健康の秘訣だよ。熊田先生に強引に連れてこられたものの、崖の上に人影はない。どこにおるんじゃ、その美人は。今日は姿が見えないみたいですね。いたりいなかったり確かにするもんね。肉まんさんのチャイナ肉まんさんのチャイナって聞くと、小籠包出てくんだけど。わかる。肉まんさんのチャイナは小籠包だね。トゥーミックスとして本編に出てきてる。緑のチャイナ服赤だよ、やっぱチャイナ。青かな。あなたは青だよ。俺青だね。この人青のチャイナ服を買ってきたことあるからね。あるね。あるからね。あれいつだっけ？あれはね、もっと若い高校生の頃だったっけ？高校生の時に買ってきたことある。あるね。そんな若かったっけ？そんな若かった。僕バイトの給料で確かスズランさんに青のチャイナドレスを買ったことあるね。青だったね。青だったね、あれは。青が好きだったもんね。美人見るのは。そう。いや、でもね、それは。そうだと思うよ。わかるかもしれない。女性で言うとイケメンになるの。そうだね。俺は5個だけだ。このお医者さんは俺かって、そうだね。マンダムさんはお医者さんごっこやってたってこと。それはそれで。でもこの先生もマンダムおじっぽいよ。まあ、そうだね。悪い人とスケベな人が長生きするもの。なるほど。いや、それはね、わかるわ。中華料理なので、チャイナ服着た誰かに食される運命。肉まんってそうか。まあそうか。チャイナ服って言えばチャイナ服。じゃあ、中華っちゃ中華か。中華で。ファーって。それって何？チャイナドレスのやつ。スピニングバードキック。それ、チュンリー。チュンリー。スズランさんはショタを追いかければ長生きの秘訣かと。そうですか。イケメンって目の前にいると、
目の前にすると疲れる。目の前にすると疲れるのはわかる。どのぐらいの距離 ?2 メートル先。いや、っていうか、うんその話したり、うん。関わったりする、関わりたいとかそういうことじゃないんだよ。ああ、なるほど。そういうことじゃないんだよ。なくて、見てたいの。眺めるだけ。眺める感じ。鑑賞用そう、鑑賞。鑑賞。はい、じゃあ、私はね。はい、進めます。その前に、チャイナ好き？いや、僕チャイナ好き？この人チャイナ好き。僕チャイナ好きらしいよ。肉もんくんにはスリットはまだ早い。決まってんだ。遅い早いがあるの。スリット入りのやどんなつなんだ。美人か楽しみじゃのう。よしよし。なるほど。はいはい。でも俺、あと3年待てばスリット見れるんだ。こっちが聞きたいわい。さんの。いや、違う違う。肉まんくんにスリットはまだ刺激が強いってことでしょ。刺激これ読んでみるゆきこさん。呼んで現れるわけでもないし、がやめておこう。あそう言わんと声を出して呼んでみてくれ。何何回かすると。僕がですか？これ何回かすると？じゃないの？いや、言ってみる。ゆきこさん。おらんじゃないか。そう言ったじゃん。そうだよ。言ったじゃん。もう一回呼んでみてくれ。いやだから無駄ですって。繰り返すんじゃないやっぱ。これなんかさ、うん打ち解けてきてるね、熊田もう一回先生と。呼んでみてくれ。いやだから無駄ですって。あれこれ違うのか。鑑賞用ってなんか余計に変態チックになってませんか？私のことじゃないよね。あなたのことですよ。真相さんあなたのことですって。ゆきこはんもうゆきこはんはもうお笑いだわ。そうなの。私はイケメン美人に関わらず推しには平和な余生を生きてほしいです。来てほしいです。生きてほしいです。平吉？誰じゃそれは。おっさんには興味ないだろう、ね。この崖によくいる老人です。ゆきこさんについて教えてくれたのも平吉さんなんですよ。ライバルじゃない？男は呼ばんで。ああ。なんか思い出してみる？この前は今ぐらいの時間にゆきこさんと会ったんだけどな。なんかあいないだろる？なんか、なんだこれ？で、ここ。これやろ。あったこれよね。これヒールじゃない？なんか赤いのしか見えない。赤いのしか見えないけど、これでもヒールヒールっにぽい。ひっくり返ってる。普通に見える。この辺りの草がやたらと踏みつけられている。そういえばところどころ。ほら、来た、ヒーハイル。ヒールが一つ落ちてる。まさか。誰だ？ゆきこはん誰？ゆきこはんじゃないよね。いや、ゆきこはんじゃないでしょ。多分。余計にそう思うようになってしまいました。ドラッグヘッド、そうだね、そうだね。。真相さん、推しがね、いたもんね。いたもんね。赤いヒ赤いール。ね。ゆきこはんは多分赤いヒールじゃないと思う。私でもねえぞ。なんだろうな。あずさ、これ、あずさあじゃない？ずささんじゃない？派手、赤いヒールって結構派手な人が履くイメージ。一応持っておこん？そりゃハイヒールか？誰かの落とし物かの？う。わかりませんが、気になったので一応持っておこうと思いまして。いいの？いいの？持ってていい持っの？てていいの？これ今日はいい天気じゃ。どれ、潮風にでも当たってくるか。怖い。怖い。先っちょいかどんでよ。こかへ行ってしまった。まったく先生は自由だな。これ、これでもさ、なんかのフラグじゃない？なんかのフラグかな。特に変わったところはない。これなんだろうな。争った形跡？
だってここにさ、キクさんが出てきたのを見たんでしょ、みんな。そう。特に気になるものはないな。アズランさんは違うやろ。アズランさんは。あれアズランさんってでもさ、なんだろう、なんか聞き覚えがあるそれね。ドラクエだよ、多分。それドラクエだよ。アズランさんは聞き覚えがあるな。これどうしたらいいの？熊田呼ぶ？呼ぶ？先生。ああ、ずいぶん向こうまで行っちゃった。こんなことしてる場合じゃないな。どんなことしてるの？どうする？ユキコさんだった場合、犯人の狙いがだいぶ広くなる。そうそう。ユキコさんじゃねえなさそう。もしくはユキコさんに何らかの裏の事情があるか。何か俺らが知らない。あずささんかなと思ってる。あずささんがスズランさんってどういうこと？先生。移動する。なんじゃ、美人がいたんか。めっちゃ名人やねんじゃん。そうじゃなくて、僕ちょっと駅に行ってきます。わしはここに残るぞ。美人がいつやってくるかわからんからな。そんなに？そんなに？相変わらず村の人たちが菊さんの姿を見たと言って騒いでいる。わしらは見たんじゃ。見間違いなんかじゃねえだ。いや、今日はいつも以上に騒がしいな。ゆんべもわしら見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もはや間違いない。キクさんじゃ。なるほど。これでフラグが、そっか。俺ら違うフラグ回収してたのかな？違うフラグ？先にリクさんのフラグを回収だった感じ？もしかしたらさっきのさ、ほら、熊田委員で崖に行くぞって言ってたのさ、あれもしかしてもうすぐ行けたんじゃない？で、ハイヒール回収してここに戻ってきて、キクさんが崖のところで見たっていうので、あれってなるんじゃないの？そういうこと？もしかして。本来なら先に崖の上ほら行くって、ほら。そうなんだ。早すぎたんだ。もうすぐ12月だね。イエス・キリストの誕生日は安全策でシャンメリー飲んどこうかな。そう、それがいいよ。それがいいよ。でも糖質高いからね、あれ。気をつけて。プーさんが機嫌悪い時あんな顔って言ってたよ。言ってたわ。言ってた？言ってたわ。いや、言ってた。あ、そう？怪しロケにいたあずささがイライラしてたんです。あなたね。そう。そう、機嫌悪い時のスズランさんあんな感じです。あずささん夜に何度も出て行ってる様子でしたよ。そう。何です？で熊田院で出会ったあずささんの靴は赤かったねと思います。そう、なんかね、派手好きの人はね、そんな感じがする。村人たちは一体、とりあえずこっちでフラグを立てよう。来た、ハイヒール見せればいいんだ。これが何か。これ順番があれか、そう違う時もあるんだね。そうだね、多分フラグ。ゆんべの12時頃、キクさんが崖の。オッケー。これだ。ハイヒール見せるか。ほら。そんなもん知らん。この人ゆんべの12時頃。違うよ。駅員さんなの？ってはい何です？駅員さんこっち時間と場所が一致してますし、村の人たちはみんな何かあら
そのそうだね説が高くなってきたね。あずささんはちょっとそうだね。あずささん説が強くなってきた。村人たちはヒール履きそうな顔してたって確かにまあまあまあね。まあ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 ね。みんなは一体何を。ちょっと待って、フラグが立てない。村の人に聞いてください。あ、これ知ってる。8時ちょうどのでしょ。あずさ2号で。あ、そう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 。渡すは渡つは。あ、渡すだっけ。あれ、渡すだったここ。違う。渡すではない。けど、言いたくなる気持ちはすごくわかる。とりあえずいろいろ聞いたり見せたりしようやって。ね見てみるか。いやー、これが何か。この人が綾代ゆりさんなんですが、おでも何か気がついたことはありませんか？あれ、この人がゆりさんなんですか？この人がゆりさんの自分が見た人とは違う。これが何か。ってこと？これが何か。あ、違う。いやあ、これでゆりさんのこと聞くのかな？ー、あれ村の人に聞いてください。あれ？手鏡？うん、ねえ、誰だ村の人と思ってた。に聞いてくださいよ。誰だと思ってたんだろう、ゆりさんって。その人でしょ。明神山で自殺したのは。そうなんです。何か気がついたことはありませんか？さあ、特に何もありませんね。これが何か。村の人たちの様子の他に来た来た来た来気た来た来たがついたこ。とはありませんか？そうそう。最近よくこの村に綺麗な女の人が来られるようですが。おっと？ゆきこさんのことかな？いやー、本当に綺麗な方ですよね。でもさ、つい見とれてしまいますよ今。写真を見せたのとは関係ないの？いやだからその人がゆりさんだと思ってたってことじゃない？だからゆきこさん、この駅員さんが言ってるのがゆきこさんだとしたら、ゆきこさんのことをゆりさんだと思ってるってことでしょ？藤宮さん？の可能性かな。今の私にはあの人の顔を見られるのが唯一の救いです。自宅の周辺を少し徘徊してきます。今から？今からマジでお気を散歩？つけて。気をつけてね。いってらっしゃい。今日はまだ来ないんです。寒いからね、あったかくしてね。あ、なんだ。今日はまだゆきこさんは来ていなかったのか。ゆきこさん、ここでゆきこさんは来ていない。今の私には村の人に聞いてください。村の人聞いてみるか。ゆんべの12時頃、違うな、なんだ？キクさんと勘違いされないようにね。肉まんさん。ゆんべの12時頃、ねえ、ゆきこさんモテモテだよ。ほんとそんなことそんなもん知らこの時間、暗闇に溶けていくなんて、肉くんはなんて勇者なんだ。なんなのその言い方は。ゆんべもわしらあ、ちょっと離席します。はい。これはなんだ？
あんた。これで崖に行く？あ、ユキコさん、今日は来てなかったんだな。ここで待っていても無駄かな。そういえば、雲田先生はどこにいるの？目の前にいる、目の前に。で、ちょっとスズラン戻ってくるまで、ちょっとね、雑談じゃないけど、まあ戻ってくるまで待ってみようかね。なんか起きそうな感じがするからさ。火曜サスペンス、今日はね、土曜サスペンス劇場ですよ。今日土曜サスペンス劇場。たたたた、たたたた、たれー。そういうことか。この崖がね、崖が船越さんが出てくるよ。そろそろ。むしろ熊田先生が船越さんっぽいからね。あとだから、渚さんみたいな、片平さん的な役割のポジションの人がいればね、いいんだけど。もし目を離したら、これは船越さんが、船越さんが、いるじゃん。黄昏れてらっしゃる。熊田先生だった。そう、船越さんが来ればエンディング近い。あと、渚さんのひらめきがあれば。よし、じゃあちょっと進めますか。呼ぶか、熊田先生。先生、今日ユキコさんは来ていないんですって。帰りましょう。ん？聞こえないのかな？黄昏てんじゃん。海の方ばかり見てこっちを向かない。呼び寄りそう。止めないと先生を。待って、紅葉的な紅葉見に来てんの？紅葉見に来てるお、どれ呼んでみようか。呼ぶ？うん。先生、危ないですよ。どうしちゃう？あ、何？なんか見つけた？どうしたの？もみじ的なね。山村さんのことね。はいはい。なるほど。もみじさん的、もみじさん。確かに必要だもんね。眠りなさい。疲れきった体を投げ出し、ここわかんない。眠りなさいまでしかわかんない。なんだっけそれ。火曜サスペンス劇場のエンディングそうやったかな。突然の紅葉。失礼しました。待って。誰かを落とした後？いやいや。先生が？まさかまさか。俺ね、コロッケさんのモノマネの、倍速のやつ好き。何それ？倍速でモノマネするやつの岩崎宏美のやつ。はいはいはい。ダウンベストじゃった。大丈夫じゃ。ライフジャケット着とるわい。しもった。ダウンベストじゃった。袖がないね。すぐ歌が出るのすごい。いや、なんかね、全部はわかんない。全部わかんない。でも大体わかってる。ね、多分それはね、マンダムさんの、この、なんだろう、コメントのところがわかりやすいんじゃないかな。歌詞が。本当、私ほぼわかんないよ。あなた？私ほぼわかんないじゃん。あなたがほぼわからないのには原因があります。何？あなた歌詞を見てないから。あなたは歌詞を覚えてないから、それは見てもわかんないでしょうね。私ちゃんと歌詞わかりますから、見てますから。はいはい。マドンナたちのララバイだって。そう、マドンナたちのララバイ。っていう曲名？そう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 。シンデレラハネムーンティティーンだね。コロッケさんがやるやつ。サッカー何見てんですか？先生！いつでも二人はシンデレラハネムーン。待って、先生が大変そう。海に女が浮かんだ。マジで？あずささんじゃない？なんですって？どこです？第3の殺人？あれ？これあずさだ。だよね。この色。すぐ警察に連絡じゃ。
駆けつけた警察は女性の死体をすぐさま引き上げた。それは物を斉藤さんこんばんは。こんばんは。どうもありがとうございます。ありがとうございます。謎はすべて解けました。はいそれ嘘前回も言ってたよね。前回も前々回もその前も言ってたかもしれん。はい嘘。はい嘘。スズランさんは分かった時の方が珍しい。失礼なやつめ、本当に。本当そうと思う。本当にここにはね、失礼な人が2人ほどいるんだよ。ちょっと待って、素潜り中なわけないでしょ、ばあさん。でもやっぱあずささんはあずささやっぱりそうだね、殺されちゃったね。私じゃないですってマロンなんでマロンさんアズニャンじゃないよコンさん。コンさんアズニャンって呼んでたのかな。アズニャンって呼んでたみたい。ああすず私じゃねえかな。あ、ついに外れたこれさんの。あら、そうなんだ。今度あずさ殺し。綾代家は一体どうなっとるんじゃ。君、わしは綾代家へ行って全蔵に話してくるわい。オッケー。わかりました。こちら。とりあえず鑑識に声をかけといたから質問には答えてくれるじゃろ。じゃああとは頼むぞ。すみません、少し質問をしてもよろしいでしょうか。なんだ、君は関係者かい？そうだよ。ああ、熊田さんの助手っていうのは君だな。まあ少しならいいが邪魔はしないでくれよ。あ、首にって。首に、そう、なんかあった。あった？見てなかったよ。なんかね、ここ、顎っていうか、左顎骨のとこにね、なんかね、黒い線みたいな縦線が入ってた。ちょっと聞いてみようか。ああ、はいはい。アバロンです。まだ引っ張ってくる。アバロンです。アバロンです。アバロン。これでみゆちゃんあと何人いるのって綾代家断絶したら誰が一番儲かるかな。綾代家が断絶して一番儲かるのは、とりあえずユリはもういないから、そうなるとカズトだけなんだよね。伝蔵だったら怖いね。子供は？ああ、ユリの？ユリの子供かな。確かに伝蔵さんは発狂しそう。あずささんがタバコ吸っている人をタバコで殺したと思ってたの。でもあずさもタバコ吸ってなかったっ吸う人だったんだっけ？あれ今やめたんだっけ？喉が痛いから吸ってないだっけ？かな。だったっけ？次は自分って言ってたしね。言ってたね。なんか心当たりがあったのかな。アキラ、カズとユリの子供が、ってなると、アキラは、あからさますぎんだよな。でも、動機は一番アキラが強い。カズトとユリは、でもどうかな。頑張って同じ空間にいて咳き込んでいたのかと。確かタバコ吸ってたはず。元はね、元々はね。綾代の生きているかもしれない人たちみんな行方不明。綾代関係者は行方不明。あれは手形。怒涛の幹事の殺害現場で写真撮ってた鑑識さん？あ、マジで？この人だったっけ？この人だった？顔までは。高血が繋がってないけど、綾代って関係者ならゆりさんの旦那さん。旦那さん。
はいはいはい。先生、病院の援助を断られたのかな。援助どうしてどうしてなんかあったっけ？援助。村ぐるみで怪しろ消して財産分配計画。いや、いやー、財産は分配されないから却下。却下。アキラはすでに死んでると思う。そうだよね、そう言ってたもんね、ドラゴンさん。吸わないと言ってた？だからスーさんはタバコ吸わないと推理した記憶が。なんで喉痛いんだっけ？なんでだったっけ？なんでだったっその理由言ってたっけ？言ってた？いや、言ってたっけ？理由をでしょ？あ、どうなんだっけ？私には右手で締められているように見えました。あ、じゃあちょっと見てみるか。まず一回聞くか。死因を聞いてみよう。先生を犯人に仕立てようと理由を考えた。なるほど。そういうことね。先生が病院を続けていくために綾代に援助を求めたけど、綾代家から援助はできませんって断られたから、それの復讐で綾代家を殺害していってるってことね。なるほどなるほど。考察だ。喉元にあざがついていたよ。考察。昨夜の12時頃だろう。殺された後、海へ突き落とされたようだ。みんながキクさんを見た時と一緒だ。一緒だね。熊田さんの助手ともなれば死体を見ても平気なんだね。慣れましたね。他に何か気がついたことはありますか？ここは自殺の名所と言われるだけあってめったに死体は上がらないんだが。たまたま流れ着いた材木に引っかかったんだ。なるほど。仏さんにとってせめてもの救いなんじゃないかな。たまたまなんだ。ってことは犯人はもうあずさを行方不明の状態で殺害したかったんだ。なるほどなるほど。見てみるか。遺体を調べてみたいのですが。素人が調べていいわけないだろう。警察がすでに調べたこと以外何も見つからんよ。これ見たいな。辺りは野獣までいっぱいだ。ここでもみんなキクさんを見たという噂ばかりして。そうそう、ここはね、自殺の名所。アザー他人です。トライで言ってた。トライってトライかな。トライ。この鑑識質問を少しだけと言ってたのにめっちゃ答えてくれる。いいやつですね。そうだね。すっげえいいやつですね、この人。なんか他に気づいたことは？ここはめったに死体は上がらないんだ。大丈夫か。誰が得するんだろうね。そうだよね。それかあえて見せつけた。あえて見せつけた。斉藤さんさ。これは自殺ではなく殺人です。はい、これネタバレですよ。これネタバレですよ、皆さん。気をつけてくださいね。気をつけてね。そこをもがかいくぐってこそのコナン君。名探偵の姿くんですよ。お願いしますよって。これを死体を見たいな。ね、ストッキングは破けてたから。破けてたね。でもあれはさ、引っかかってとかじゃなくて。っていうのを俺が見てることをなんで分かったの？これさ。俺一言も言わなかったよね、ストッキングが破れてるなんて。そうだね。それをなんで俺が発見してたことを、見てたことを知ってるの、これさ。後ろに見えているようにあんなに歩きやすく整備した道作ってる自殺の名所は過去にない。過去にない。うわ、最大のネタバレした。いや、これ
もう山ロンさんと斉藤さんは多分気が合うよ。気が合うよ熊田さんの助手ともなれば。いやーマジか、これ殺人だったの昨夜のか。 12時頃だろう。殺された後、これ殺人だったのか。知人があずささんを行方不明にしたかったのなら、ハイヒールが落ちているのは不自然ではないでしょうか。あーなるほど、そっか。だとしたら見つけてほしい。そうだよね。殺人です、あえて言う。分かっとるわストッキング破けてたのはダメージ加工。ダメージ加工トッキングのダメージ加工。マジ関係者以外立ちマジでストッキングのダメージ加工ってまあ見ないよ。なんとかお願いできないでしょうか。来た来た。仮に熊田さんの助手だとしてもダメなものはダメ。おや、どこかで見た顔だと思ったら、君は宇津木探偵事務所の探偵くんじゃないか。はい。いろんなところで助手をしてるんだね。よし、お手並み拝見といこうか。おっと、この人いい人だと思ったらちょっと嫌味な人だわ。自分で調べてみていいよ。でもむやみに触らないように頼むよ。調べていいよって。お手並み拝見っていうことはありがとうございまさす、できるもんならやってみろよって意味ってことでしょ。うわ、来た。首を絞められた後、崖から突き落とされたようだね。無残なことだ。なるほど。これ横の使えない今泉なんか知恵出せやって私のことか。今泉くんは意外とやるんだぞ。有能なんだぞ。ここでしょ、ここ。これね、凄まじい競争だ。ストッキング見てただろうとは思ったって。やっぱストッキングねいっちゃうんかな。いっちゃうんだと思うよ。だって僕が崖の上で見つけたハイヒー破ル。れてなきゃいかないでしょ目。いや、破れてなくても目いくんじゃない。崖の上に落ちていました。うんありがとう。預からせてもらうよ。これは一緒だよね。そこはおかしなところはなさそう。うん。じゃああとはここ。そこはおかしなところはないね。分け前分配で揉めて謝って落ちたんだよ。あざは取っ組み合いのバトルだったから。ストッキング見るなって。ストッキングは見るよ。まーさんが興奮してるんだけどこのタイミングの興奮中はやばくない？ちょっとこのタイミングはね、興奮中はまーさん勘違いされるよ。勘違いされるよ。他におかしい点があるかどうか。ってことは、主人公前から知り合いやんけこの人と。はよ頑張って思い出してって。シソさん。くっきりとあざが残っている。ちょっと待って。ってことは分け前、そうか。分け前分配で揉めて落ちた。違うな。なんだろう。鑑識さん。鑑識さん。鑑識さんとか。前回のじゃなくいや、宇津木探偵事務所のって言ってるから、俺そっか。名乗ってないもん。ちょっぱな。せや、知り合いじゃん。でも言われんとこれは気づかんかった。あずにゃん40代。あずにゃん40代だよね。確か、そうそう。あざとい破れ方ですね。あざといのこれ。この破れ方はあざといんだ。そこはもう調べたよ。あとなんか気になるところはある？ないかな。ここはめったに死体は上がらないんだが。違うな。なんかあるな。目を開けたまま水死体ということは亡くなった後落とされたのではないでしょうか。そう。
そうです。首を絞められて、亡くなった亡くなったところを崖から突き落とされてる。これはそこはおかしなところはなさそうだね。おかしいところ。他におかしいところってあるか？他におかしいところある？今までとはやり方が違うってことなのね。違うってこと。そこはおかしなところはなさそうだね。今までとはやり方が違う。そう、だから毒物では殺せない、いいから、だってタバコ吸ってないから。あずささんはね。これはもう、誰を早速ギブアップというわけ。なるほど、なるほど。辺りは野獣でいっぱいだ。ここでもみんな菊さんを見たという噂ばかりしている。吉川線って何？吉川線あるやん。札やん。吉川線ってなんだろう。しっかり状況を見られると思って興奮したわけです。私はエッチではあります。いや、マーさん。すごい否定してる。マーさん、大丈夫。マーさん、男ってそういうもんだから。大丈夫。これは言われたくないだろうな。苦しくて自分で首絞めたんやね、手の跡。違う。こんな手が残るほどの、そんな。そう、あと調べるとしたら手かなって思ったんだよね。何も握られていないな。いや、そっちはね、ないって言われた。何にも。おかしいところないよ。ごくありふれだ。なんかね、手はね、見た方が。そこはおかしなところ。手かなって思ったんだけど、手はなさそうなんだよな。どっかに何か変なところが、違和感があるはずなんだよ。本当だった。これ、殺人だった。ごくありふれだ。今確信したんだね。今確信したんだね。マロンさんは今確信したんだよ。これが殺人だって。そうなんです。これ、殺人なんです。肺の中の水調べたら水死か窒息死。ああ、わかるってね。海水以外か。放浪流しみたいにどこかから流して。そこはもう調べた。ほう。どこかからね。名所じゃなくてってこと。ちょっと離れたところ。そう。言ってるのが、海って浮かんでたでしょ？だから肺の中の水を調べると、まず溺死かどうかがわかるんだよね。溺死すると肺に水が入っちゃうから。で、その水を調べることで、その水が海水か淡水かで、海で落ちて溺れ死んだか、川で溺れて亡くなったかがわかる。で、もし淡水だったら川で溺れて、海に流れてきちゃった。なるほど。そういうこと。だから灯籠流しみたいにってそういうこと。首絞められて縦に引っかいてるなら犯人の手にも引っかき傷がある。凄まじい形相だ。服着たまま海に入るとかおかしすぎます。そうなんですよ。だからこれは殺人なんですよ。そうなんですよ。頬のところの赤い傷はやはり左手で取ろうとしたことでしょうかね。これがってことかな。これやね。違うか。そうやね。ここってことでしょ。あとどこだ？あれ？両手で締めると手の跡違うかなって。そこはおかしなところはなさそうだね。なるほど。型がね。型がね。そこはおかしなとこ。ポケットだ、ポケット。そこはおかしな。違うか。そうね。ドラゴンさんも言ってくれてた胸ポケットになんかない。そこはおかしなところはなさそう。そう、ない。斉藤さんは紙です。絶対嘘だわ。もしかしてカツラって。そこはこれさ、顎みたいって。顎みたい？顎？凄まじい形相だ。
凄まじい形相だ。爪に犯人の皮膚とかないのかな。あ、爪ってこの辺？あ、来た。爪のあたりをよーく調べなくちゃ。すごいすごーい。すごいぞ。なんかを激しく引っかいたような跡が。さすが。何？本当かね？ちょっと待ってくれ。すぐに調べるから。逆に鑑識は何をやってた？会社の爪の間から人間の皮膚の一部が検出されたぞ。どうやら襲われた時犯人を引っかいたようだ。さすがだな。いや、恐れ入ったよ。死体を調べるのはもうこれくらいでいいかな。ああ、これで終わりか。はい、十分です。ありがとうございました。マロンさん、口の中見ましょうって。奥歯にメモがあるかもしれません。それは爆笑だな。残念ながら爪でした。爪でした。爪でした。残念ながら。すごい、エリーさん、さすが。さすが、やっぱ女性はそういうとこ気づくのかな。すごいね。これさ、この人あずささんなのはもう今更すぎて。そうだよ、この人が関係者あずささんだよ。あらやだ、探偵みたいじゃない。やだー。探偵なんですよ。探偵。君、現場。やめておこう。これあとなんだ？思い出すは違うよね。単純に死後硬直でこの状態はおかしい。うんうん。普通ならダラーンとなりそうなもんです。見たことのない人間も集まっているわ。あ？私この人気になってたの。全然違う。傷のある男がいる。私坂の途中にいる男の人をすごい気になってたんだけど、全然ちゃいますね。全然違った。ハゲたおじさんでしたね。今私やったと思ったのに。あ、待って、顔に傷のある男がいるって。あの人じゃない？坂のとこにいる男の人じゃない？ちなみにスズランさんはこの人のこと言ってます。私この人ね、最初から怪しいと思ってた。でもおそらくさっき出てきた人たちはこの人たちです。ここの2人の可能性が高い。でも今度この人来るかもしれんよ。マジかよ。すみません、そこの方。わしに何か用か？あなたその傷はどうしたんですか？あ、ほっぺにあるね。猫に引っかかれただけじゃ。なんでそんなこと聞くんじゃ？ここで発見された女性の遺体には襲われた際に相手を引っかいた形跡がありました。つまり犯人には引っかき傷があるはずなんです。とんでもない。わしじゃない、信じてくれ。実は、ゆんべ遅くまで飲み歩いていて母ちゃんと喧嘩しただ。そん時引っかかれてしもうたんじゃ。それお気の毒。典型的だね。引っかくって典型的だね。うちの母ちゃん怖いんじゃ。あー、話が合うかもしれない。なんだ、ここの母ちゃんはまっこと恐ろしいからの。あ、マジ穴子さんや。ところでの、その晩わしは見てしもうたんじゃ。女が歩いとったのを。あ、それが誰かって話になってんだよね、今ね。このキスは日村謙信。それとはまたちゃうで。ちゃうで。奥さんにやられたらしいよ。そう、僕と話が合うと思う。とりあえず DNA はね、この時代ないんじゃないかな。そうなの？おそらくまだそこまで進歩してない時期じゃないかな。時代的におそらくね、分からんけど、どこの泥棒ねかよ。私という女がありながらっていう。どういうこと？どういうこと？マロン
嘘、いつから？いや違う違う、このあいやれだからあ、この人のあら、マロンさんはこの人のあれか。あれかもしれん。わしはてっきりキクさんじゃと思うて逃げ出そうとしたんじゃが、腰が抜けて動けんかった。な、もうキックさんだと思い込みがそうそう、思い込みがね。その死体の女だったんじゃ。でその女の後をつけるように男が歩いとった。あれは確か綾代家に時々出入りしとる男じゃった。綾代家に出入りする男といえば、いやすでに亡くなっている幹事さんアキラと思わせて、これあの人だよ。あの人でしょ。そう、あの人。でもさ、坂のさ途中にさ男の人を一人置く。本当に何も関係ないの？全然関係ない。マジで？全然関係ないですよ。さっきの茶色のジャケットの人。あずささんまでこの家に関わる人々が次々に。ばあちゃんのビンタで引っかくことあるよね。あるの？あるの？あるの？善蔵さん、俺は引っかかれた覚えがないんだけどエリーさんがあるって言ってるからあるんだよ。あるんだよね。爪がさ伸びてたりするとさ、引っかいちゃうことはありそうな気がする。熊田先生より知らず知らずっ伺いましてた。ことね。あずさ様が結果的にあずさ様が亡くなられたと。はあ、そんなあずさ様まで。昨夜の11時頃、やっと戻られたあずさ様をもっと強くお引き止めすればよかった。11時頃戻られた。でもその後、出て行っちゃった。 それが12時頃ってことでしょ。まさか時々俺主人公出入りしてるのバレた。実は順次ちょっと待って。いや、時々出入りじゃないよ。この人住み込んでるから。順次は。ああ、そうか。順次住み込んでるから、出入りどころの話じゃないよ。私は背中を引っかかれたってなんか経験者がおる。大人だわ背中だからね。伸びちゃってると当たっちゃうんだ。だよね。そうだよね。確かに順次こんな身内がね次々になくなっていったらまあおかしくなるよね。でも自分の職場だからね。ちょっと聞くか、あずさのこと。昨夜の11時頃、やっと戻られたあずさ様を。これか。じゃあ気づいたことは？昨夜の11時頃。ああ、一緒か。とりあえずみんな手の甲に傷がないか見せようか。ちょっと見てみるか。見たいね。綾代家の執事善蔵さんだ。いきなりスンってなっちゃったもうステーキがなくなっちゃったわ。スンってなっちゃった。順次元気出してって順次元気出ないよね。これは何か聞く？何を聞けばいい？思い出す？なんか聞きたいことある？聞きたいこと？ゆりの、あずさのことも気づいたことも一緒だから。じゃあゆり。もはやゆり様が違う踊ね。られることだけが唯一の望みです。なんだろう、どのフラグだろう。実はあれゆりさんはすでに。そうか、報告してないのか。報告してねえわ。なんということだ。もうこれで綾代家はおしまいだ。だから私が代わって綾代家を。ゆりさんには子供がいたんです。ゆり様にお子様が。ただし
その子供は行方不明なんですが。安心してください。その子は僕が必ず。もはや全てのことがどうでもいいように思えます。あ、出た。ダメ。それが一番ね。でもまあこうなるのわかるよ。わかる。千蔵さん。でもダメ。それが一番やる気なくしていくやつだから。順次服脱がしてやけどかあざなわあれば。けねえでしょ。順次は違う。順次はちゃうから。年的に違う。絶対ちゃうって。だって17歳か18歳だよ。もはやこの子供。全てのことが。やばい、順次の身投げは避けたいって。順次。あとは綾代家？もはや全てのこと。違うか。さっき聞いたか。もはや全て。なんだろう。どれだと思う？もはやなんか気づいたこと。順次ならあずささんかけそう。まあ、確かに。でもこういう例えば金田一少年とかだと一番か弱い人が犯人だったりとかする。実はね。実は、うん、実は最初の犯人は死んでる。邪魔者消してほっと一息タバコ吸って自爆。それを知ってたお手伝いの茜は何やそれ。ここわかるかな。難しいかな。ちょっと難しいのかな。いやわからんよって。やけどの子供がいつの間にか全蔵になり変わって綾代家に潜入したかも。嘘。ちなみにそうね、キッドやルパン並みの変装の可能性もあるし、僕が知ってる金田一少年の岩窟王だったかな、っていうやつが、犯人がいて、岩窟王っていうを名乗ってる犯人がいるんだけど、言いたくない人は10秒間ミュートにしてね。岩窟王って人は長年洞窟に閉じ込められてたから、体子供なんだけど年齢20何歳なんだよ。それはどういうこと？太陽を浴びないとってこと？そうで、洞窟に閉じ込められてたから、なんていうの、食べるものもないから成長が止まっちゃったっていう、生存本能として。でも生きてんの？生きてる。ネズミとかなんとかを食べて生きながらえてたって設定だったんだよね。だから成長が止まってると。で言うと順次ももしかすると過度のストレスによって超絶老けたっていう可能性も出てくる。なるほど。シンソンさん知ってる？知ってるって。知ってた。開発より皆さんからの要望多数で次回作から順次に改名しますみんな順次言ってるもんね。順次言ってる。全蔵さんっていう名前があるにもかかわらずでも順次が言いやすいんだよね。毒だと、非力な犯人のイメージだけど首絞めたならパワーあるのかな。確かに。そっか。でももしかしたら順次こう見えてすっげえ怪力かもしれない。なるほど。脱いだらすごいタイプ。いやー、それはどうかな。実は。どうかな。でもほら昔の武術の達人とかさ、こんな感じ。古武術の達人ってさ、こんな感じ。すっげえ背ちっちゃくてヨボヨボしてるけど超絶強いじゃん。強い。そうやね。ずらさん好きそうなショタの話。なんか想像と全然違った。でもショタの話。敵で順次は使えませんでした。そうだろうね。順次は20代の可能性、いや10代の可能性あるよ。そうだね。私も10代だとは思ってるんだけど。順次を。いや順次をじゃなく子供を。子供？金田一少年の決死校だったっけ？決死校の回だったっけ？なんだったっけね。犯人の
高藤陽一が出た後の殺人だね。うん。岩窟王。高藤陽一が言うんだよね。その子を発見するんだよね。偶然だったかな、何だったか忘れたけど、その時に復讐したいかならば君は今日から岩窟王と名乗りたまえって高藤が言うんだよね。それ金田一？金田一。手鏡見せてみるか。もはや全てのこ手鏡がね分かってないんだよね。思い出す。やった。何にもなかったんだよね。なんかな、何かな。食べる？調べる。場所？どこ？写真？ここ？さっきここだったでしょ。これうなかみの崖の絵だったんだな。自殺の名所を飾るのはどうなんだろう。ああ、言われてみれば。そうだ。言われてみればだな。ゆきこさんまだ？あと看護婦さんも。写真が飾られている。それしか興味ないだろう。電話だ。必要な時。でもね、わかるよその気持ち。メモと鉛筆などが用意されている。電話をしながらメモを取るためのものだろう。あれ？初めてこの描写出た。確かに。メモと鉛筆などが用意されている。ああ、わかった。電話をしながらメモを取るためのものだ。お、これは私の犯人予想がより正解に近づいたって。ドラゴンさん。マジで？あなたも？俺この描写わかったわ。メモと鉛筆などが用意されている。電話をしながらメモを取るためのものだ。電話。ああ、なるほど。じゃあこれあれか。これは大ヒントですよって。全てのこと分かってんの？お札貼ってあるよね。貼ってないと。11時前だっけ？あずささんでしょ。11時前だっけ？11時頃、昨夜の11時頃に家に戻ってきた。で、傷のとこあった。傷の男が見たのが、書いてないね。あれ？なんかどっかあるんじゃない？いや、でもさ、これは、あずさを見たって言ってるんだよね。でもそのあずさを見た時間は、村人の証言によると12時頃。で、死亡推定時刻も12時頃。だから、合ってんだよね。そう、マンダム氏、それ。ああ、よく見るやつやん。そう、よく見るやつ。サスペンスで。そう。だから、多分なんかあるんじゃないかな。ああ、渚さんがしてた。してたでしょ、してた。渚さんがしてた。まあ、赤い霊柩車見てんのに。そうだよ。違うんだよ、主人公。なんかさっと知ってみてよ。これは取れそうに。どうやってするんだろう。これは取れそう。なんか多分今じゃないんだろうけど、なんか出てきそうな気がする。じゃないんだ。うん。もはや全て。何かある？あずささんはさ、なんであそこにいたのかっていうとさ、なんかこう急いでさ入ってさビリってやめて持ってったんじゃない？もはや全てのことが。あそこにいた？これさ、多分あずさじゃないと思うんだよね。あずさじゃないの？書いたの。メモも使ってないし。うん。多分自分。でもあずさの可能性もあるのか。あずさの可能性もある。もはや待って、ここわからんよ。もはや全て。カオルくんってなんだっけ？渚カオルくんだっけ？そう、渚カオル。もはや全て。なんだこれ。ここむずい？もしかして。眉毛とひげを取れるか試そう。ダメ。でもここさ、メモを取る人って誰がいるんだろう？同
うでもいいようにという言葉しか出ないのが気になる。そう。要件メモって電話受けるならおお手伝い。手伝いさん。呼ぶはもう全蔵さんしかないんだよね。全蔵さんか、あかね。あかねさんは実家に帰っているんだ。そう、実家に帰。あ、調査をやめる？これ黄色になってるよ。調査をやめるわよ。全蔵さん、僕はああ、そういうこと調か。査を続けることはできません。ああ、まーさんの言ってるので、わかった。そういうことね。全蔵さんがね。ああ、なるほど。なるほど。そっか、全蔵さんにも。なるほど、どうでもいいようにという言葉しか出ないのが気になりますねっていうので、どうでもいい。あ、そうだよね。確かにそれしか言ってない。ね、ギブ機能。ギブ機能。そう、ギブ機能。なるほど。励ますっていう。なるほど。これで失礼します。お待ちください。私はどうかしておりました。なるほど。何卒。そう言っていただけると思ってましたよ、全蔵さん。申し訳ございませんでした。誠にお恥ずかしい限りです。まーさんの読み通りですよ。読み通りですよ。ね、まずは全蔵さんに葉っぱをかけないと。かけないと。昨夜あずささんはこちらに戻られたんですよね。何か気になるところはありませんでしたか？昨夜あずさ様再び出かけられるまで来た電話で話しておられました。何か激しく言い争っておられた様子でしたよ。来た。離席中に進んだよ。進んだよ。その相手は一体誰なんでしょう？さあ、そこまでは。本人が一番動揺。ここまでは。あずさ様は電話をかけるとき、し来きりにメモを取られる癖がありました。お家に出入りしてて、なおあずにゃんについていった男性とは。俺はもうあの人だろうと思ってる。でもその人が、ここまでの殺人を犯す理由がないんだよ。動機がないの。今までの話の中には動機が出てきてないんだよ。動機さえ出てくれば、もうその人確定なんだよね。俺の中では。なるほどね。どうでもいいようなことが。尾崎。違う。怪しいやつだと思う。なんで尾崎言ったか。尾崎じゃない。これトラブリュー。これロードじゃん。あ、そっか。ごめん。15の夜と勘違いしちゃった。どこの部分？逆に聞くわ。15の夜のどの部分？ちょっと待って、斉藤さんも違うよ。あ、そうか、ジョージか。ジョージだよ。合ってた。ごめん。合ってるよ。ごめん。高橋ジョージですよ。ごめん、もう斉藤さんは間違ってるもんだと。そう、肉まんさん大事そうなね、ところに差し掛かっております。そう、大事そうなところに来てる。今ね、多分キーポイントだね。この第8章死因のキーポイント。いやでも無事帰ってきてくれて。そうだね。おかえり。寒かったでしょ。風邪ひかないように暖かくしてた方がいいからね。今日特に寒かったから。そう、特に寒かったから。ストッキングにつられた男性。俺。今までが、今までの殺人があずささん、そして先生があずささんをと推理しよう。なるほど。これさんはそういうこと？先生をやっぱしたいんだね。どうしてもこれさんはね、先生に。強く書かれた部分が来た。あれやろ、ザザってそらやろ。来た。じゃあこれ取ろうか。取るメモ。来た。そうだ、この鉛筆でこすってみれば。何が出るぞ。
え、はい、なんて書いてある？見えない。あ、なんだっけ、海上って書いてなんて読むんだっけ。うなかみだったっけ？うなかみの崖11時半。アキラとは関係ない。間もなく遺産の分配。ユリの子供見つかった。ない。アキラとは関係ない。斉藤さん間違ってる前提の筋。ごめん、ごめん。いや、もしかしたらこれさん合ってるかもしれないよ。これさん、うちの推理始めから当たってるのよって。そうなの？本当？今までがあずさんだと、うちのこれさんの推理が初めから当たってるんだ。中身の崖11時半。アキラとは関係ない。間もなく遺産の分配。ユリの子供見つかった。これを誰がこれは言ったのか。昨夜あずささんと電話の相手はうなかみの崖で会うことになったんだ。その相手とはアキラが会っていた人物という可能性も、さらにユリさんの子供を見つけたとは。それは一体電話がお話の途中ですが失礼いたします。綾代でございます。はいはい、わかりました。熊田先生がお呼びです。何かお話があるそうですのですぐに参りましょう。オッケー、行こう行こう行こう。わかりました。行きましょう。第8章までしようか。なんかでももうすぐって感じはするけど。もうすぐって感じがする。来たか。あかね。全蔵も一緒じゃったか。ちょうどよかったわい。あかねさんいる。いるね。あかねが来とるんじゃ。さっきばったり会ったんじゃが、えらく深刻な顔しとったから気になって連れてきたんじゃ。あかね、大丈夫かい？私は 100% 正しいということ。違う。正しいかどうかは分かりかねます。分かりかねますが、間違っているとも言えなくもない。それ誰の真似なの？そんな情報を誰があずにゃんに。そう、あずにゃんに、誰があずにゃんに言ったかなんだよね。遺産の分配の話をして信じるとなると、そう神田弁護士が怪しく感じますね。先生盗聴してるな。お手伝いさん来たね。あずさ様まで。もうあんな恐ろしいところにはいられません。どうする？これから聞いたこと。私には関係ありません。あんな屋敷にもういたくない。たたり恐れてる系かな。タバコ入れは？もうやめてください。本当に何も知らないんです。いや、知ってるはずだよ君は。私にはこれなんかフラグ立てないとダメか。ダメだね。見せる手鏡。それが何だって言うんです。早くしまってください。全蔵さん、お世話になりました。失礼します。待ってください、あかねさん。どうか話を聞かせてください。話すことなんてありません。いや、あるはずだ。君はあるはずだ。手鏡もう一個見せる？この手鏡は来た。あなたが菊さんの棺の中に入れたものですよね。そう。嘘。これがどうしてここに。そんな、やめてください。あかねさん？
何を知ってるのこの子は。ごめんなさい、ごめんなさい、許してください、奥様。何を茜さん知ってる？落ち着いてください。でもその手鏡は確かに私が奥様の懐に。だからそうだよね。うん。この手鏡がどうして墓の外にあるのかには必ず理由があります。任せてください。僕はこれでも探偵ですから。だから茜さん、知ってることを全て話してください。申し訳ありませんでした。キク様を殺したのは嘘やん。この私なんです。おいちょっと待って。ちょっと待って。びっくりだよ。どういうことだ。分け前もらったから早く逃げたい。あくまで協力しただけで主犯ではない。手を隠している方が2人。私の中では神田弁護士は白だと思っているので、電話は神田弁護士だったが、犯人は別の人だと推測。で、結局電話で、あずさに要件があって電話をしてきたんだけど、そのこととあずさが、殺害されたことは直接的な関係はないと。顔が日暮のなんちゃらの顔に変わってる。変わってるさっきのあれかな。あれかな。怯えた表情か。棺桶に入れたのにお外にある。そうなの。そうなんですよ。菊さんを埋葬するときにこの手鏡を一緒に菊さんの懐、遺体の懐に入れて埋葬したはずなのに、なぜか知らないけど墓の外にこの手鏡が落ちてた。どうしたあかねってどうしたあかねって入れるふりしてパクった。いや、それはない。奥様が亡くなるまで。なんだろうね。どうなんだろう。いい困惑ですよ。いや、困惑だよね。これは困惑。困惑。茜のファン。どこでどのタイミングで茜のファンになるのなんだ。実は菊様はタバコをやめておられなかったんです。タバコは私がいつも買っていました。お止めしたんですが、一服つけないと眠れない、そう言われて断りきれず。このことは遺言書作成に見えた神田先生にもこぼしておられました。あの晩も奥様はいつものようにキセルに火をつけられ、間もなく発作を起こされたようでした。あの焦げ跡はその時できたものです。じゃあタバコ入れはあなたが？はい。奥様が事切れているのを発見した私はとっさにキセルとタバコ入れを隠しました。お姉がそしてその後ですぐ善蔵さんを呼んだんです。これさ、申し訳ありませんでしたこのことさ、マーさんさ、メモに書いてなかった？マーさん。あ、ツイッターのバカ書いもん。てなかった。菊さんの心臓はそんなことで止まってしまうものか。タバコ、この熊田が保証してやる。茜が隠したって。決してお前のせいじゃない。じゃから。そうだね。もう書いてあったね。書いてたよね、マーさんね。屋敷で休んどれ。これ配信する前にね。このセリフは予想外だよね。予想外。出演者だった黙認していた菊さんが亡くなってしまった喫煙のせい。すごい当たってるじゃん。にせば。いや当たってるよね。当たってる。すごい。
そうじゃあ手がかみだけお外なのか、たたりで菊さんごとお外なのかってこと。そうああ、うんうん。さんごとね。そう、菊さんごと掘り起こされて別の場所に移動させられてる可能性がある、し、手鏡だけ外にっていうのもあるね。そうまたすごい話になっちゃってるよ。僕の未来もこんなことにならないよ。あ、なるか。すずらんさん次第だな。私次第だよ。事務所の姉ちゃんが実は黒幕。いや、ない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 。いや、でもさ、ちょっと思うんだけど、マンダモン G は意外と見てるよ。いや、何も見てないんだろうなって思ってたんだけど、いや、意外と見てくれてると思って。あ、実はね。実はね。ボケてるだけじゃなかった。そうそうそう。アイコスじゃない。キセルだわ。ああ、なるほどね。買いに行かせてヘビースモーカー。タバコ入れもパクった。手癖悪いな。いや、でも、それは自分の罪を、まあ、隠すためっていうのかな。だよね。でもそう、殺してはいないよね。殺してはない。それが原因ではない。そうそう、殺してはない。そうね。責任はね、感じてるっていうところだね。そうそう。それで殺したって言っちゃってるんだよね。言っちゃってるんだよね。嬉しい反面、あかねさんの突然の告白、かなり驚いたわ、俺も。あのセリフ驚く。いや、だから、あかねが菊殺しやって、あとの3人は別の人なのかなってちょっと思っちゃった。一瞬。なるほどね。あかん、犯人予想が確定していく。うわー、マジか。まあ、そっとしておいてやろう。いや、それはいいんだけど。まあ、そっとし。ってこと思い出す。違うな。おう、何の用じゃ。あ、待って、呼ぶでいいのかな。熊田。あれ？全蔵さん。あ、来た来た。私は茜についておいてやりたいのですが。そうしてあげてください。ありがとうございます。それでは失礼いたします。本当にすみませんでした。だとしたらタバコ入れ説がなくなった？なくなったね。だってあかねが隠してるから。やれやれ、驚かされたわい。タバコ吸って死ぬ前に別の要因があるって考えないのかって。いや、それはもうテンパってたらと分かんなくなるんじゃない？やれやれ。茜の自虐姿悪くない。菊さんの心臓はタバコに負けるほどやわではないわい。そうだね、多分あれが原因だからね。生産綾代家の顧問弁護士じゃな。会いたいな、神田。全蔵の下心は見えてないですよ。何もないですよ。何もないですよ。全蔵の、そう、生産の可能性を教えてあげられれば。そうそう、あげられれば。そこを教えてあげれれば。鏡見せる。わしの身だしなみならバッチリじゃろ。終わった。ちょいと髪が乱れておるの。そうそう。完璧じゃ。それじゃないな。あとなんだ？何を聞く？怪しいって。この事件はかなり。いや、待てよ待てよ。菊のことか。菊さんはタバコをやめておらんかったのか。あれ？だっけ？そうそう。あずさの検視結果を問い合わせてみたところ、別段変わったところのない典型的な考察のようじゃと。幹事はナイフで刺された時すでに死んでいたらしいということじゃし、次郎の場合自殺したこと自体が不自然なのであれば、これもまた先に殺しておいてから犯人が自殺であるかのように偽装した
と考えられる。ところがあずさは抵抗しながら考察されておる。同一人物の犯行だと考えるのが自然なのじゃが、そこなぜ他の二人と違っておるのじゃろうか。だって今までさ、偽装してたのにあずさだけ偽装されてないんだよ。先生は生産カリを手に入れれるね。入れれるのかな、どうなんだろう、入れれるのか他な。ねえ、なんだろう、他のあずさだけが殺害時に抵抗を見せた。この違いが意味するものとは何なのじゃろうか。あそこか。菊さんはタバコをやめておそこか。気づくべきはそこ。やれやれ。あ、共犯に殺されたか。なるほど。アキラの写真。アキラは一体どこにおるのかな。あ、今度アキラかな、もしかして。あ、アキラかもしれない。アキラのターン。ジローの免許証がどうしたんじゃ。見せられても取り。俺キクの墓を暴きたいんだよね。寺に行きたいんだ。そう、寺に行きたいんだよね。やっと渡す気になったか。渡しませんよ。これは大切な。あ、違う。八塚町でゆり。それは。どれだ。エリーさんの前の考察に関連しますが、幹事さんは体格がよく負けそうだった。ヒロさんはわかりませんが、あずささんには負ける要素がない。から強行に走った説。アキラ 100% 犯人。それなんか知ってる。なんか知ってるの。意識がほどいて。やはり男性、それも力的には強くない男性。幹事二郎より体格がなんだろう、よくなくあずさより体格がいい。まだまだいける。まだこれさんも意識がまだまだいける。まだまだいける。菊さんにしても禁煙中だったあずさにしても禁煙中だった。タバコの好きなやつばかりじゃのう。解剖結果を聞いた時警察が言っとったが、幹事も二郎もかなりのヘビースモーカーだったようで、肺が真っ黒じゃったそうじゃ。やっぱ真っ黒になるんだね。なるんだね。菊さんにしても解剖結果を。なんだろう。やれやれ。個人的見解、犯人とアキラが共犯で用済みになったアキラはとっとと殺された。なるほど。アキラはね、全ての罪をかぶされてそうな気がするんだよな。だ都合がいいんだよね、今の状況。そうだね、アキラが、アキラを犯人に仕立てるのに。あの首の締め方って手形見ると正面から締めてたよね。そうだね、正面からでしたね。そう、正面からだった。正面からアイアンクローじゃないけど、こう締める。こうだね。共犯がいたから。あずさだけが殺害時に抵抗を見せた。一人じゃないってこと。一人じゃない。実行犯と主犯っていうのかな、計画してる人間とこの事件は実行犯というかアキラは一体。お父さん聞こえてますか。肺が泣いてるってよ。菊さんはタバコをやめておらん。泣いてるってよ。泣いてるのか。あずさだけが殺。いや、泣いてんのかな。いや、多分ね、そこまで泣いてないかもしれないな。綾代家の顧問弁。泣いてんのかな。どうなんだろう。泣いてんのか。泣いてんのか、俺の肺。ゆりさんが安心して戻ってこられるように。先生、隠
隠すつもりはなかったんですが。そうじゃったか。気の毒にのう。それでも名探偵熊田は頑張るんじゃ。かわいいね。ゆりさんのことを話した。なぜアイコスに変えようとしなかったんでしょう。屋敷一番のに住んどっ謎ですね。た頃あったきりじゃ。一番どうでもいいです。屋敷を出てからは一度も会っとりやせん。一番どうでもいい。ないわまだ。でもエリーさんが乗ってくれてる。アイコス本体が高かった。ちょっとそこ思考を広げてみる。じゃあエリーさんがそう言うなら広げる。アイコスになぜ変えなかったのか。多分ね、ここおそらくだよ、夜になっても街灯があんまりついてないぐらいの場所だから、電気っていう概念があれなんじゃないのかな。あんまないんじゃないのかな。だからね、充電っていうものに対してあんまりね、信用性がないのかもしれない。そうだね、そうだねっていうかさ、この時代に多分アイコスまだないよね。まだない。はい、これこそ胸に手を当てたら分かりそうですね。泣いてるかどうか。今胸に手を当ててる。弾んでるわ。弾んでるって。弾んでる。でもタバコはやめようかなと思ったりもするよ。思うだけね。あくまでも思うだけ。禁煙を進めて禁煙しなかったので強制的に禁煙させた。第三分会かな、の話でタバコを吸おうとしたあずささんをやっぱり先生がやっぱり先生にやっぱり先生か。やっぱりこれさんは先生なんだね。進められる。進めてみようか。なんで斉藤さんがなんで謝ってんの。すみませんでした。アイコスの話を広げようとしたから。本当にすみませんでした。やばい、斉藤さんが謝るのちょっと笑っちゃうな。なんかね、なんか肺が弾んでる。肺が弾んでるな。よくないよ、肉まんさん。全然よくないよ。肺を捧げるかストレスに耐えるか。どうしますか。ストレス。でも私は、ね、それとも人間やめますか。一応スー君のね、死んだ後はちゃんとしてるんでね。保険とか。まあそうですね。僕が死んでもね、困らないことにはなってるんで。自分の責任だもんね。そうだね。タバコやめないのはね。そうだね。そう、肺はストレスで泣いてるはずなのにね。弾んでるんだってよ。なんか弾んでるけどね。あれこれどうしたらいいのかな。神田さんって人のお写真をそうなのよ、皆様に見せてみたいんだけど。見てみたいんだよね。俺どこまで聞いた？カズと菊さんにしても解剖結果をマネーの話になって。いや、取り立てて話すこと。やれやれ。ストレスを捧げて驚かされたわい。耐えさせる。ランニングか。ランニングよりウォーキングを始めようかなとは思ってんだけどね。嘘じゃん。この事件は聞く以外にもいろいろやってみよう。掘る？何？張り紙？勝手に触ったら。ちょっと待って。なんだ。掘る。思い出す。来た、思い出す。待てよ。シアン化水素は確かある薬品に反応させた生酸化合物に熱を加えると発生するんだったな。熱を加タバコの話が出てたからか。ここで熱と。そうか、これだ。先生、これですよ。ジローさんの指についた生酸とシアン化水素を結びつけるものは。なんだというんじゃ。言葉を。うわー、こんなのあんの？
いきなり。やば、なんて言ってたっけ、結びつけるものは。じゃあアイコスじゃない。違うよ。アイコスって入れてみる。ならない。ならない。マジかマジか。一本数数ごとに遺産10万ずつ減産されるからみんな隠れて吸ってた。それはないでしょ。ない。私はグローにしてからタバコ全く吸わなくなりました。グローってタバコじゃないの？電子タバコってタバコじゃないの？アイコスアイコスじゃない。なんでやねんって、ほら、なんでやねん。なんでやねん。タバコか。普通にタバコでいい？入れてみよう。タバコ？これ別にさ、漢字でもひらがなでもカタカナでもいいんかな？いいのかな？ね。電子タバコもタバコよね。そうだよね。ね。これでいいですね。タバコですよ。タバコでいけた。なるほど。生産入りのタバコに火をつけるとガスが発生する。それを吸い込んだものは、そうか、タバコから染み出した青酸が二郎の指についたわけじゃな。多分二郎さんは青酸タバコで殺された後、自殺のように偽装されたんでしょう。幹事さんもあらかじめこの方法で殺しておけば、土蔵まで運んだ後ナイフを突き立てることくらい簡単です。簡単だね。ただ禁煙中のあずささんだけにはこの方法は使えなかった。だからあずささんはあずさんを考察された。もしや菊さんもこの方法で。私のアイコスから謎に、そうだね、斉藤さんのおかげだね。これは神楽寺へ行かにゃならんな。来た、神楽寺。先生、急ぎましょう。神楽寺来た。スーさんも気をつけて。はい、気をつけます。原始、大変じゃ。来たかったもんね。そう。どうしたんじゃ？こんな時間に押しかけてくるとは。確かに協力するとは言ったが、もう明日にしてくれんか。こんなところじゃないよ。それどころじゃないよ。でも一刻も早く確認すべきことがあるんです。確認すべきことがあるんだよ。僕と熊田先生は原神さんに事のすべてを話した。死亡解剖か何か？指？ヒゲのものを出しなさいって。ヒゲの中のものを出しなさい。ヒゲどうしたって。スティック？ドクタースティック？スティックとドクターベイプ？ベイプは聞いたことある。なるほど。全然タバコやめられない。はあはあはあ。お布施改正？どういうこと？階段、いや、階段始まんない。大丈夫、コレさん大丈夫。村の人たちが何かを見たという噂。そして見つかるはずのない手鏡にしても妙なことが続きすぎると思いませんか？いや、お墓の前で話すことではない。そうだね。警察に菊さんの遺体を調べてもらえば事件解決の糸口がつかめるかもしれないんですよ。しかしの住職的にはってことか。しかしのやっぱりわしは墓を暴くことは反対じゃ。なるほど。階段始まるなら逃げます。大丈夫。多分大丈夫だよ。墓石に動かした跡とか。血がついてたんだよね、確か。血がついてたんだっけ？そう、この上の部分に血がついてたんだよね。なんかずれてたんだよね。そう。ここに眠っている菊さんがタバコ殺人の最初の犠牲者かもしれないんです。しかしの一押しぐらいでいける。あと一押しでいけるかもしれない。これではない。
ドラゴンさんの予想当たるかな。しかしやっぱりわしは墓を暴くことは反対じゃ。伝説のようにキクさんが蘇ったなんてありえない。それは原神さんもおっしゃっていたでしょう。何を何を渋ってんのかな。なんだ、もう一回開ける入れしてみるか。原神さん、今やもうキクさんのも墓を暴いてみようと言うんじゃろ。しかしそれだけはのそれだけはって言ってるってことは、それ以外はしていいってこと？こうしつこく言ってみよう。しかしのマジで。原神さん、分かってください。これ以上犯人を野放しにできないんです。よし、起きた。わかった。確かに君の言う通りじゃ。今すぐ警察を呼ぶか。決まりじゃな。君、警察に電話じゃ。来た、ついに。数々の謎を秘めた綾代菊の姿が今まさに僕たちの目の前に現れようとしている。怖っ。夜にすることではないでしょう。ないよね。夜にすることじゃない。そうか、土葬だもんね。そう、土葬。ちょっとそうの遺体じゃない。アキラじゃない。どういうことじゃ。ちょっと怖かった。この男は一体。ちょっと怖かったね。キクティさん、ちょっと怖かったね。びっくりした。ムビやめて。これは綾代これさ明だ。こんなところで死んでいたとは。ジョジョちゃう。ジョジョじゃない。ジョジョじゃない。死んでいたのか。評価押さなきゃって。やめて。やめてもろて。ってことはさ、結構前に亡くなってるよね、アキラ。やっぱそうなんじゃない。ここに撲殺だな。墓のてっぺんに乗っている牛で後ろからやられた。だから血がついてたの？なんだ、もうその時じゃ本当にやっぱ。それから犯人を泳がせるために死体が見つかったことは報道しないことに決定したからね。オッケー。わかりました。なんかさ、ここ大事なとこじゃない？報道しない。あの人でしょ、アマチじゃなくて。いや、報道しないってことは、アキラが亡くなっているっていう事実を知ってるやつが犯人確定なんじゃない？それを聞き出せることができたら犯人確定じゃん。この段階ではまだはっきり言えないが、死亡したのはキクという人よりも後だろうね。はい。ここに埋められて随分経つようだ。腐敗がひどい。それよりも君の言った通り、外車のポケットから生産反応のある刻みタバコがわずかだが出てきたよ。同じか。ドラゴンさん当たりだよ。間違いない。これは綾代明だ。まさかこんなところで死んでいたとは。ルロケンと違う展開じゃないって聞いてないよってそうだね、ルロケンだとあれ人形だもんね。熊田先生は鑑識に埋められてるのは。原神さんは警察と話しているようだ。わかんないでしょ。わかんない。ほら、カオルちゃん。カオルちゃん。雪城絵西。絵西は。で、カオルちゃんが殺されるんだよね。
で、そのショックで謙信がホームレスになっちゃうんだよね。で、その謙信を立ち直らせようとするのに、どこだったっけ、誰だったっけ、血の森青氏だっけ、誰かがね、言ったんだよね。あれは人形の可能性があるよって。カオルちゃんの死体は。で、その当時のやつは仮装じゃなくて土装だったから、じゃあ、掘り起こしてみたいんだけどっていうので。あ、そうなの。へえ。ところで、アキラって誰？おいおいおじ。おいおじ。そうだよね、キックさんはどこ？キックさんはね、やっさんどこだろう？ぱ掘り起こされちゃってるよね。ねえ。赤ん坊と犯人確定した？マジか、俺まだ確定まではいかないな。すごい。俺まだ確定までは行ってない。すごい。間違いない。あと、どこ？死体を調べることできる？これ怖いな、なんか。写真とは随分感じが違っているな。そうだね。シティハンターの香り？かおりちゃん、死んじゃったよって。かおりちゃんはそうだね、死んじゃったね。サエバ寮の、あれだね。彼女？開けるって、もう開けれないんじゃないの？今はそんなこと。今はそんなこと。これ、なんだ？見た？熊田先生は違うね。源信さんも見たもんね。源信さん呼んでみる？源信さんは警察と話している熊田先生は。あ、来た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 。いや、これは意外じゃった。意外だったよ、意外だったよ。警察の言う通りじゃろ。なんだっけ、撲殺？ここに埋められてかなり時間が経っとるようじゃが。おい、こりゃどう見ても幹事より先に死んどるぞ。幹事より先に。あとカズとか生き残るかどうか。遺産はカズとかお子様ってことになるね、このままでいくと。ってことはキクより、あと幹事より先だから、キクが死んでもすぐにってことだね。じゃあ幹事さんを殺したのはアキラじゃなかったんだ。そこはもうなんかそうだろうな。警察の言う通りじゃろ。いや、これはこれ肝心な時に思い出せないんだよな。そうだね。どうでもいい時にさ、なんていうの、意図してない時に思い出すでさ。なんだい？間違いない。ちょっと待って、これどうする？君の言った通り、会社の違うな、聞いたもんね。この段階ではまだはっきり言えないが、死亡したなんか言ってたね。これはここからがわからんね。犯人へと繋がった時、アキラの死亡タイミングも読めたって。嘘。マジか。僕の持っている写真とは随分か。これがアキラなのか。あまり近づいて見てみたいとは思わないけど。おや、この顔どこかで。この顔どこかで？この顔どこかで？思い出したぞ。僕はあの夜、村上の崖でこの男に。
れは事故なんかじゃない。僕はアキラに襲われたんだ。なんだって。あいあいえ、あなたはアキラに襲われたんですって？なんか落ち着い何か思い出したのね。おお、ああ、僕が思い出したことも含めて事件を推理してみよう。推理する。推理する。菊、幹事、二郎の3人は綾代商事を我が物にしようとする人物に青酸タバコで殺された。はい。菊のタバコ入れに青酸入りのタバコを忍ばせたのはそいつに利用されたアキラの仕業だろう。なるほど。はい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 。菊の死の調査に訪れた僕に危険を感じたアキラはあの晩僕を電話で崖まで呼び出し襲いかかってきた。なるほど。頭を殴りつけた上事故で死んだように見せかけるため草むらへ突き落としたんだ。はいはい。アキラはいろんな点で真犯人にとって都合が良かった。ちょっと待って。ただその反面最も危険な人物でもあった。まあいいや、はいはい。うん、いい。だから菊の次に殺したんだ。ねえ、犯人は誰なの？なぜあずさまで殺されたの？犯人言っちゃうとかないよね。あずさは確か、うん、遺言公開の日アキラが誰かと会っていたと言っていたはずだ。つまりその人物とは選ぶ。ちょっと進んでみ。待って、電話だわ。大丈夫だ。わあ、こんなタイミングで。そうだよ、こんなタイミングで。はい、宇津木探偵事務所です。ええ、おります。少々お待ちください。あゆみちゃん落ち着くね。電話よ。誰かな。僕に千蔵さんかな。もしもし。もしもし、熊田じゃ。ついにわしはどえらいことを見つけたぞ。何？あったんじゃ。例のタバコ殺人の実例が。ある薬剤師の女が自分の夫に多額の保険をかけて心不全に見せかけた殺人事件があったんじゃ。しかし問題はここなんじゃ。なんとこの事件の担当弁護士というのが実は。待ってください。その弁護士の名前は。あ、これあれかも。ほら。もう一人しかいないじゃないですか。誰だと誰だろう、担当弁護士。いや今2人いるから。なんで？今2人いるから。弁護士。2人。どっちかだよ。どっちか。嘘、私もあっちだと思ってるけど。じゃちょっと。いや、言うね。先生、後ろやばい。でもなんかそうだね。そうだね。そう、そんな感じはするよね。なんちゃん、貴様は、うわーっていうパターンのやつだね。そう。いないよって。でもさ、ここで、僕が思ってたのは、言うね、もうここまで来たら言うね。僕が思ってるのは神田そうだね。なんですよ。私も。なんでかっていうと、タバコを吸ってることを、菊さん、幹事、二郎、3人ともがタバコを吸ってるっていうのを知ってるのは神田なんだよね。で、菊がタバコをやめてなかったっていうのを知ってるのも神田なんだよね。はい。菊さんが漏らしてたって言ってたから。ってことは3人に共通しているタバコを、してるのが神田だったから、まあ神田なのかな。ただ最初言ってたように動機が見当たらないんだよ。神田の。
神田が3人を殺害す、4人か。4人を殺害する動機がないの。でもそういうのってさ、最後に言わない犯人が。こうだったんだよ、みたいな。まあまあ、そうだね。で、あと一人って言ったのは、カズトも弁護士になろうとしてるから、まあまあまあ、そうだね。弁護士かどうかは分からわかんけど。んないけど、その時担当していた弁護士はって聞かれた時に、カズトも可能性があるんだよ。可能性としては。復讐か。何の復讐があるんだろう、神田。どっち入れる？神田かな。いや、やっぱ推理っていうか、もしこれが神田だとした場合、動機があるとするなら、一個、綾代家の、その復讐じゃないけど、綾代家のせいで不幸になった家族がいたって言ってたから、多分それのこと。ああ、その家族にもしかしたら神田さんそうが。そうそう。幼き日の神田、子供神田がいて、なるほど。両親がそれでよって、亡くなっちゃったから綾代を恨んでる。はあはあ。カズとおそらく弁護士じゃない。カズとはおそらく弁護士じゃない。3丸目儲けを狙って。はいはい。だから、あずさを呼び出す遺産の分配っていうのが、多分神田が遺産分配のこと知ってるから、そうか。あ、カズじゃないや、神田か。神田と共犯の数とは綾代すべてを憎んでいた。ああ、おじいはやっぱ共犯を。共犯説。神田とカズとの共犯説。なるほどね。神田か。神田行ってみるか。神田。神田ですね。そうじゃ。その通りじゃ。だか。やっぱりそうだったのか。じゃあ神田が見ていたファイルっていうのが。どうやら心当たりがあるようじゃな。ですがそのファイルの内容を僕は見ていないんです。仮にそれがその事件のファイルだとしても、神田が犯人だという証拠にはなりません。そうだね、ならないね。そうか。でも先生、ありがとうございます。これは大きな手がかりですよ。ってことは今から神田を追い込む証拠集めのターンってこと？そうか。さすがはわし。見事な名探偵ぶりじゃろう。ええ。あとは僕に任せてください。ここまで本当にありがとうございました。よし。くれぐれも気をつけて事件を解決するのじゃぞ。あ、ところでお前さんに一つ頼みがあるんじゃ。はい、何でしょうか。なに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 。ゆりさんの写真じゃ。調査が終わったらわしにくれるかの。マンダムおじいと一緒のこと言ってる。本当に思った。マンダム氏とほぼ一緒だよ。冗談じゃ。ではさらばじゃ。多分冗談じゃないよね。これ冗談じゃ、あわよくばって感じだったよね。そう何か進展があったみたいね。弁護士の神田が犯人なの？まだ証拠はないけど、一番犯人に近いところにいるのは神田だと思うね。成功イコール司法試験合格を誓うだと思い直したので、神田イコールカズトが私の中で消えた。なるほそう。あ、そのエロ仙人は自分に言ってるのかな。そうなんじゃない？どうしたんだろう、あゆみちゃん。僕の顔じっと見てるけど。俺ね、なんかね、気づいたんだよね。いや、気づいたっていうか、あゆみちゃんのさ、がって思ったタイミングで俺もって思ったんだよね。なんだったかな。ここ。どれ？ここら辺か。
あ、ここ。頭を殴りつけた上、事故で死んだように見せかけるため、草むらへ突き落とした。多分違うよね。多分反対側崖でしょ。反対側は崖だ。草むらに突き落とさずに、あずさみたいに海に突き落とした方がいいんじゃない？ここちょっとって引っかかったんだよね。事故で死んだように見せかける必要がそもそもあったのか。だってあそこ自殺の名所で、そうだね。海に投げ落とされた死体は、めったなことで浜に上がってこないんだよ。普通は海でしょ。そう、海だよね。菊、幹事、菊のタバコ入れに。あら、間違えた。そうなれば、その神田は生産タバコを使ったあ殺ー、ごめんごめん。人事件のなんか飛ばしちゃった。めっちゃ飛ばしちゃった。弁同じやつかなと思って飛ばしちゃった。そう、ニャンズがね、なんか抗議してる。暴れてる。ちょっと暴れ始めた。菊、幹事、二郎の3人は怪しの少女を我が物にしようとする人物に生産タバコ。私も、まあさ、これ少し思ってた。神田さんって、天地さんなのではって。あのさ、まあでもなんで草むらに落としたんだ。そうだよね。で、もしかして神田さんって天地さんなのではないかと思っている。なんか性格というかさ、綺麗好きなとことか重なるよね。神田にそんな描写あったなかったっけ？すごい綺麗なあったっけそんな描写。部屋みたい。あれなかったっけ？天地さんはあった。あったね。神田にはないね。神田にはなかった。じゃあ。確か。いや、天地説か。神田天地説。はい。神田天地説か。神田イコール天地だと思ってる。写真が欲しいね、神田の。神田の事務所に行けば、神田の写真が見れたりするのかな。主犯から殺すなとアキラは言われていた。殺すまではしなくていい。襲えってこと痛めつけるだけみたいな。そうか、天地無用を見てたら天地って読んじゃうか。天地って出てこなきゃそうだね。あ、でも、スズランさんも確か最初天地って言ってた。天地が神田説か。結びつけるものが今のとこ出てないよね。神田を。神田イコール天地っていう。菊、幹事、次郎の3人は怪しの少女を我が物にしようとする人物に生産タバコで殺された。菊のタバコ入れに生産入りのタバコを忍ばせたのは、そいつに利用されたアキラの仕業。そうなれば、今最も疑わしい人物は、怪しろ家の顧問弁護士の神田。無視だった。しかも、その神田は生産タバコを使った殺人事件の担当弁護士だった。しかも、以前に担当した事件のファイルを熱心に見返していたという。アキラを操り、生産タバコを使って怪しろ家の人々を次々に殺したのは、やはり神田なのか。菊の死の調査に訪れた僕に危険を感じたアキラは、あの晩、僕を電話で崖まで呼び出し、襲いかかってきた。頭を殴りつけた上、事故で死んだように見せかけるため、草むらへ突き落としたんだ。そう、そこ、あゆみちゃん、一緒。ここなんだろう。菊、幹事、菊のタバコ入れ。そうなれば。そっか。その、なんか思い出すないか。俺殺してもメリットがないから痛めつけて、村から追い出せば OK。あ、そういう考え方もあるか。殺す必要性まではない。DQ、ドキュン
ドラクエかな。ドラクエが恋しいようだね、すずちゃん。天地は任せたって雷鳴詞か。でもドラクエは恋しいよ。最近さ、メルサンディの家はい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 。がちょっとくじ引き、ああ、ね家キットみたいなやつ。そうそうそう、はい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 あったじゃんか。あれ見たらすっごい欲しくなったもん。出た出た。でもあの福引き家は欲しいって言ってたじゃん。あ、まあ言ってた。スーくんも言ってたじゃん。言ってた言ってた。すごい可愛かったから、うわ、これもし当たったらもうすぐしたい、ハウジングって思って。思った。そう。キック天地かな。キックさんを調べてたから襲われた。そうだね。キクさんの死について調べてたから殺された。だけど、今神田イコールアマチ強い？けどその結びつけるあれがないんだよないね。あの人はおばさんいたじゃんか。名前がもう出てこない。掃除してるような格好の元子さん。元子さん。はいはい。あれ、あなたどこかで言ってたじゃん。あなたが持っていた方がいいんじゃないの？あの人はさ、どこで見たの？俺はそれは自分の中で推測はある。私も推測はしてる、してるけど一緒なんかなと思って、みんなと。それは言わないと分かんないんだけど。ちょっとそれはなんかなんだよ。なんだよ。どうしたんだい？僕の顔ばかり見て。さっきから気になってたんだけど。何？言ってくれる？アキラはあなたを殺そうとしたのに、そう、どうして海へ突き落とさなかったのかしら。だね。そうだ。あの崖は自殺の名所と言われる場所だ。海に落とせば確実に殺せたはず。なのにどうして草むらなのか。なんで殺さなかったの？ああ、後継者の印。ここまでだね。僕は事故に遭ったんじゃない。僕を殺そうとしたアキラに襲われたんだ。でもアキラはあなたを殺そうとしたのに、どうして海へ突き落とさなかったのかしら。謎だよね。あゆみちゃんの言った通りだ。草むらではなく海に突き落とした方が確実に殺せたはず。なぜアキラはそうしなかったんだ。ねえってば。なーに？急に考え込んじゃってどうしたの？ごめん。確かに君の言う通りだなって思って。あゆみちゃんめっちゃ優秀だよね。今それよりも事件に集中しなきゃね。女の勘って弁護やつ。士の神田が犯人だという証拠を見つけ出すのね。そうだね。そうそうそう。必ず見つけてみせるよ。ターンだよね。私に手伝えることがあったら何でも言ってよね。ありがとう、あゆみちゃん。よし、じゃあ今日はここまでですな。いやー、じゃあちょっとこれ切り替えるか。いやマジかー。今日やばいね。やばいね。今日やば。なんかさ、なんていうの、一気に進んだ気がする。いっぱいびっくりする回だった。そうそう、今日はやばかったね。すずちゃん疲れるほど推理してないじゃんってうるさいわ。うるさいわ。私も推理しとるわ。
なんだろう、なんかさ、あなたの場合さ、推理というよりかは、なんて言ったらいいの？なんて言ったらいいのかな。ドラマ見てる感覚だろうね、多分ね。何？ドラマ的な感じだよね。そうだよ。アーカイブ見直したら、出現になるセリフ言ってたからねって、ほんとそこからつながりまくったって。興奮しますな。当時アキラ 180%。殺したはずのスーさんが現れたたたりだとパニックになったのでアキラは殺されたと。なる。パニックに。殺したと思ってたのに、でも会ってないからな。そうだね。これちょっとね、今子供、ユリの子供、今のところこの遺産、綾代家の遺産を取れる、人物はカズトとユリの子供の2人だけ。海にキクさんの遺体があったから、投げ入れちゃったってこと？だからちょっとこの辺はまた先に進まないと分かんないね。考えていったらアキラの行動が推理できた。なるほど。アーカイブ見直したらってことか。はい。この末路も子供はね、言ってるように俺はあの人だろうと思ってんだよね。で、素子さんが、あなたって言ってたのもつながるんだよ。あの人が子供だったら。そうだよね。しゃってんのかな。しゃってんのかな。あのおばさん見てるんだよね。何を？いや知ってたじゃん。主人公のこと？合ってるんだよね。合ってるっていうか見たんだよね。いやそこまでは分かんない。そこまでは分かんない。合ってるかどうかまではごめん、正直分かんない。でもあの人だと思ってはいるんだけど。天地さんのマンションのとこにいた人？違う。それは最初言ってたけど、そうじゃなく。俺はね、多分なんていうの、素子さんと主人公が会った時の会話で、子供ってもしかしてあの人のことなのかなっていうのはあるんだけど、そうなってきた時に、なんかね、全てがまだしっくりこないんだよね。今日で。今までしっくりきてたのが、今日でしっくりこなくなったんだよね。来なくなっちゃったの？この話、多分次回で多分最後になるのかな。なるね、おそらく。おそらく。どうなんだろう。これが第何章まであるのかわかんないんだけど、でも多分おそらく次で最後になるんじゃないかなと思うんだよね。これで、配信通してでも毎回夫婦で会話あれば熟年離婚はないかなってどういうこと？会話はでもある方だよね。僕ら会話はある方だって今日もね、これホロライブの話してたから。ずっとしてたよ。6期生がデビューするじゃん、ホロライブの、ね、そうもう一発目の1人目はもうなんだろう、初配信されたけど、その話とかねしてた、スズランさんにされてた。うまくいけば次回で終わる。
じゃあ次回はどうしようか。ちょっと時間長くなっても大丈夫なように火曜日にしようか。俺明日じゃないの？明日はさ、雑談配信でもなんでもわかんない。明日するかどうかわかんないけど。気にならんの？じゃあ明日する？気になるんだけど。いや、少し寝かせた方がいいのかなと思って。嘘いや、そういう今日めちゃめちゃさ、情報量多かったじゃない？そっか。寝かせた方がいいのかな？すごい情報量多かったから、一回自分の中でそうなんや。噛み砕いてこうなんじゃないのかなってアーカイブ見たりとかしてさ、こうなんじゃないのかな、どうなんだろうなっていうのでさ。私はほらもうドラマ見てる感覚だから、早く知りたいってなっちゃう。じゃあほらドラマだったら1週間あるから待たないとダメだから今続きものなんだもん。そう失礼だな、寝かせたらすずちゃん全部忘れるよって大体合ってるけど失礼だよ。ということはカズトは生き残りそう？生き残りそう？フォローエレメント系の亡霊ですね。どういうことかな。いや最近さ、ホロライブのさ、6期生の一発目の人がデビューされて、すごくね面白くてさ、それがこのままではぐっすり寝れません、お好きにどうぞ生き残りどうなるのかな。この先どうなると思う？わからん。そうでしょ。だからやっぱ寝かせた方がいいんだよ。そうなるんじゃないかなって、思った方が。気になって内緒ですずちゃんゲームするが全く進展せず心折れて結局火曜に腹立つ本当。いや面白いな。ファミコン探偵クラブ面白いね。面白い。あやちゃんこんばんは。そう、今日はねゲーム自体はもう終わって今エンディング中なんですけど、今日はでも衝撃がいっぱいありました。そう衝撃がいっぱいありました。こんばんは。そうすっごくね衝撃的で、アーカイブ見て、ほぼ雑談なんだけど、でもねそれでも要所要所でねあらーっていうのがあってびっくりしてた。ねえ、すごい今更だけど、あずささん殺された時に坂の途中にいたさ、だから違うって。男の人はもう何もゼロ。何もない。ゼロ。可能性はゼロ。はっきり言います。可能性ゼロです。本当？真実はいつも一つ二つ三つです。あの人は本当にもうただのモブ。ただのモブ。モブですらない。あんな違和感ありげにいたのに。はい。モブですらない。そうなん。大丈夫です。しっかりと。ただの背景と一緒です。もう確定したから推理する必要がなくなった。あとは答え合わせを待つのみって感じか。そうだね。ドラゴンさんも推理観戦組だね。観戦組だね。あいあいさん、見直していただくとね、面白いかもしれない。ね、あとはただ結末。ちょっとごめん、今ネタバレしちゃったね。何が？坂の途中の。大丈夫です。それネタバレでも何でもないです。はい。ただの報告。そう。それネタバレじゃないです。それ斉藤さんのこれ殺人ですって言ってるんですよ。そうですか。火曜のオープニングは、すーちゃんのインフルエンサー熱唱でお願いしますって。飛ばしましたね。飛ばしましたね。なんだっけインフルエンサー。なんだっけ乃木坂。インフルエンサーって欅坂だっけ？乃木坂じゃないの？乃木坂だっけ？ひむこが一緒に踊ってたから多分乃木坂だと思うけど。日村さん？インフルエンサーでしょ。これ知らん。違う？ひむこが確か踊ってたよライブで。本当？乃木坂だったはず。俺何話そうとしてたんだっけ？そうそう。ほら、真実は私ですってマロンさんが言ってくれてたじゃん。言ってた。
俺さ、で、その時にさ、真実ってなんだろうってなったのよ。なった。俺さ、一個だけ思ってんのがさ、うん真実はさ、本当に一つ二つ三つ四つあると思うんだよね。それは見方によって、見え方によって、角度によって。でもさ、多分事実は一つしかないと思うんだよね。ある一つの事実から見方によって真実が多分いくつも出てくるのかなと思ってる。で考えていくと、哲学だなと思って。乃木坂だって。乃木坂だよね。ヨダちゃん。ヨダちゃん。ヨダちゃんいいな。俺好き、ヨダちゃん。ヨダちゃんわからんな。あなた、あれだもんね。初期組しかあんまり、最初の子たちしかわからん。あなたは誰が好きだったっけ？もうって言ってる時点で違うもんね。違うね。コレさんが私の言ってる先生は別にさ、そうだよ。コレさんが言ってる先生はさ、熊田ってわけでもないのか。そうじゃん、コレさん。何ここでいきなりそういう伏線を張ってたの？ほら、坂の途中の方も 10% くらいある。いや、ないってこれさ、それはないって甘やかしちゃダメだって。そうだよね、これ甘やかして 10% くれたんだよ。甘やかされて 10% だから相当ないってことだよ。火曜日最後の展開には間に合うようにしますって。いや、もうゆっくりですよ。大丈夫だよ。次火曜日かなって俺思うんだけど、日曜日したい？明日。いや、でもその考えるやっぱ時間が、そう、考える時間が欲しいなぁ。かな。まあ配信を火曜日までしないっていうのもあれだから、明日全然普通に雑談配信でもいいんだけど。本来なら明日がほら配信日だから。でも何すんの？なんかさ、わかんない。何にも考えてない。するかしないかわかんない。まあ火曜日は確実にします。火曜日は確実にしますので、それは大丈夫です。ツイッターのなんだっけ、通知が遅くなるかもしれませんが、火曜日はします。特別何かない限りは。はい。顔知らないんだから村民に紛れて数といたかも。可能性はそうか、あるか。雑な配信、そうだね。雑な配信だったらメインは雑な配信。すずらんさんですね。何なのそれ？どういうことなのそれ？何推し語りでもするんで。いいね。私とじゃあ真相さん推し語りでもする。すずらんと真相の推し語り、推し語り配信。いや面白かったな今日も。もう12時になろうとしてんじゃん。そうだよ。じゃあまあ明日はするかしないかは分かりませんが、火曜日はやりますので、またその時ね見に来ていただければ嬉しいです。まあこの配信はこんな感じでね、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が皆さんと一緒に素敵なチャンネルになればいいなぁと思っているチャンネルです。雑。下手。のんびり配信しておりますので、皆さんもね、ぜひお気軽に、チャットとか、あとチャンネル登録とかしていただけたらすごく嬉しいです。皆さんがね、このチャンネルに参加しやすいようにできればなと思っておりますので、皆さんのご協力をお願いいたします。それと、なんだっけ。最後まで見てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのコメントで盛り上げていただいて、ありがとうございます。本当いつも感謝しております。ツイッターのリツイートとかね、いろいろしていただいて、本当ありがとうございます。では、終わろうかなと思います。そうだよ、火曜サスペンス劇。そうだね。そうだね。明日やるならね、FF14 とかでも、確かにいいかも。いいね。それでもいいね。性癖暴露会になっちゃう。いや、もう大体暴露してるよ。暴露してるよ。
マンダムさん、ドラゴンさん、マーさん、シンソーさん、コレさん、肉まんさん、お疲れ様でございます。お疲れ様です。おやすみなさいませ。皆さん、本当に最後までありがとうございます。ではでは、またの配信でお会いしませう。おやすみなさい。どうもどうもおやすみなさい。